お前なんて左遷だ。とっとと俺の前から失せろ、このクズ。ひょんなことから、社長のお気に入りの女の子に気に入られた俺。そしてそれが気に入らない社長は、あろうことか俺を、牢獄と呼ばれている、一度入ったら辞めるまで出られない、曰く付きの部署に左遷を命じた。言っておくが、俺は悪いことを何もしていない。成績だって順調に伸ばしていた。それなのに、社長の機嫌一つで左遷されるだなんて。いくらなんでも横暴すぎる。なんで俺なんです？理由を聞かせてください。うるさい。お前は前から気に入らなかったんだ。社長の俺が気に入らないんだ。左遷で済むだけありがたいと思え。そんな。俺が牢獄部署に足を踏み入れると、そこはやる気のない社員たちのたまり場となっていた。俺は腹を決めた。もうここを牢獄なんて呼ばせない。俺が変えてみせる。今に見てろよ。ここから俺の大逆転劇が幕を開けるのだった。社長が失墜することになる。あの計画の準備を進めながら。俺の名前は月島修斗。家電メーカーの営業部で働いている。憧れの会社はとても働きがいがあり、毎日いろんなことを学べる。営業職には様々な心得が必要だ。第一に言われることは、人付き合いを大事にしなければならない。そんなことくらい入社せずともわかっている。しかし、ここまでの付き合いは想定していなかった。おい、飲みに行くぞ。就業時間を終えた途端、影浦社長が近くの社員に声をかける。呼ばれた二人の先輩は、引きつった顔で力なく返事をした。今日はあの二人か。そろそろ俺が呼ばれるかと思ってヒヤヒヤしたよ。明日は我が身だよな。ひそひそと、俺の周りで社員たちが言い合っている。社長は酒や夜の街が大好きで、時間を見つけては社員を引き連れている。彼らの仕事状況なんてお構いなしだ。もしも、今日はまだ仕事が、と断ろうものならば、就業時間までに終わらせるのが当たり前だろう。たるんでるぞ、と叱責され、家族との都合が、といえば、家族と会社どっちが大事なんだ、と詰め寄られる。もちろん家族の方が大事に決まっている。しかし、これ以上社長の機嫌を損ねると、そんな恩知らずは左遷だ、クビだ、と言い渡される。脅し文句ではなく、実際に不利益を被っている人も見たことがある。だから、誰も社長との付き合いを断れないのだ。みんなうんざりしているが、社長自身は迷惑行為だと気づいていない。むしろ、コミュニケーションの機会を与えてやっていると自慢げにしているくらいだ。書類を片付ける田口さんを見つめる。確か今日、娘の誕生日だから早く帰らないと、昼休憩も取らずに仕事をしていた気がする。社長。俺はすでにカバンを掴んでいる影浦社長の前に出た。月島か、どうした？実は、少し仕事で行き詰まってしまって、よろしければ、今日の飲みに俺を連れて行っていただくことはできませんか？社長のお話を聞いて今後の参考にしたいんです。その言葉に、社長は満面の笑みで俺の肩をポンと叩いた。おー、そうか。やる気のある社員ほどありがたいものはない。ぜひ話を聞こう。それじゃあ田口、すまんが別日に連れて行ってやる。はい。移動中のタクシーで社長と話していると、スマートフォンに本当に助かった。ありがとう。と、田口さんからメッセージが届いていることに気づいた。田口さんの家庭を思えば、これくらいなんてことない。それに、店に着いてしまえば、社長は店の女の子たちに夢中で、俺たちはひたすら酒を飲んでいればいいのだ。月島さん、お久しぶりです。
俺の隣にお店の看板娘である萌えさんが座る。年齢はトップシークレットらしいが、俺より年下であることはわかる。そんな彼女も社長の相手をして疲れたのだろう。俺の隣に避難してきたみたいだ。お久しぶりです。相変わらず社長は君がお気に入りなんだね。接客業にもかかわらず苦笑いをしてしまう萌えさん。相当疲れているらしい。はは、ありがたいことです。無理しないでね。社長から逃げてる間くらい休憩した方がいいよ。俺とも無理に話さなくても大丈夫だから。水飲む？月島さん、ありがとうございます。萌えさんは、俺の右腕を抱きしめ、しなだれかかる。胸が腕に当たっているのだが、まあこういうお店では普通のことだろう。その時、社長が彼女を呼んだ。おい、萌えちゃん、どこに行ったかと思ったら、月島と喋ってないで、こっちに来なさい。はい。それじゃあ月島さん、ありがとうございました。萌えさんは、社長の一番のお気に入りだ。可愛くて、話がうまく聞き上手でもある。だが、プロの彼女でも、社長はどうやら苦手らしい。俺は酒に強いが、社長はあまり強くない。それでも頻繁に飲みに行くのだから困りものだ。奥さんに怒られないのだろうか。ふらつく社長を新山さんと二人がかりでタクシーに乗せる。同乗し、社長の家までタクシーの中でうとうとしていると、不意に社長が俺の胸ぐらを掴んだ。社長？どうされたんですか？お前、萌えちゃんに気があるだろう。俺は呆れた。妻子持ちなのに、お店の女の子に執着しているのか。酒に飲まれ、中学生のような喧嘩を売られて、内心で大きなため息をつく。そんなことありませんよ。とぼけるな。俺の話を聞きたいとか言って、彼女とばかり話していたじゃないか。仕事の話をせずに、女性にかまけているのは社長だし、萌えさんは社長に長時間拘束されてうんざりしているから俺のところに来ているのだ。そもそも、俺が飲みに連れて行ってほしいと頼むのは、社員の肩代わりのためなのだが、さすがにそんなこと言えない。社長の考えすぎですよ。ほら、もうご自宅に、生意気に当てつけなんてしやがって。お前なんて左遷だ。降格だ。わかりましたから。着きましたよ。降りましょう。まったくいい年して、こんな人が俺の社長なのか。失望しつつ、酒が回っているのだから仕方ないと諦める。社長の家のインターホンを押し、出てきた奥さんに謝られた。こんなに美人な奥さんがいるのに、お店に通う理由がわからない。帰りのタクシーで新山さんと一息ついていると、お疲れ、と声をかけられた。月島、田口をかばってくれてありがとうな。いえ、娘さんのお誕生日だとおっしゃっていたので。お前は本当にいいやつだよな。萌えさんだって、お前の隣が居心地よくて、社長の隣は嫌だってのに全く気づかないし。ははは、俺も気持ちはよくわかりますから。どうしても苦手な営業先ってありますし。それはそうだけど、月島は人間ができてるよ。そう言ってもらえて、今日頑張ってよかったと思った。しかし翌日、俺は今日のことを後悔することになる。月島、ちょっと来なさい。出社するなり。社長に呼び出される。何かしただろうか、と考えたが、怒られるようなミスはしていない。不安に思いながら社長室に入ると、あるデータを見せられた。俺の名前と月日と数字が書かれているグラフ。これが何かわかるかね？いえ、半期分の君の成績だ。そう言われてもピンとこない。グラフはどう見ても右肩下がりだが、実際には俺の業績は右肩上がり。先月も
大口契約と新規契約を獲得して部長から褒められたばかりだ。どなたかのと間違えているのでは？君の名前が書いてあるだろう。そうですけど、身に覚えがありません。だって、言い訳は聞きたくない。俺の反論を一括すると、社長はデータが書かれた書類を机に叩きつけた。こんな社員がいては困るんだよ。ましてや、直接売り上げに関与する営業部にね。でも、これは俺のデータでは。まだ言うか。俺はわけがわからなかった。言い訳でもなんでもない。これは俺のデータではないと、真実を告げているだけだ。そもそも、こんな業績の人は社員にいない。それくらいは把握している。社長、聞いてください。俺は先月テレビ局との契約を取りましたよね。それに、ホテルとの契約も新規で。テレビ局の案件は田中くんの成果だろう。ホテルとの契約は佐々木さんの案件だ。はい？田中さんと佐々木さんは別チームの社員だ。今回の契約に関わってはいない。人の手柄を横取りしようとしても無駄だぞ。ようやく社長の言っている意味を理解した。俺の業績を他の人に移して、俺の成果をなかったことにしているのだ。どうしてそんなことを、と思ったが、昨日のタクシーでの会話を思い出す。生意気に当てつけなんてしやがって、お前なんて左遷だ、降格だ、と、萌えさんと仲がいいと勘違いした社長がわめいていた気がする。まさか、本気だったのか？そんな馬鹿げたこと、あり得るとは思っておらず、適当に受け流していたのに。今の会社は社長の独裁体制と言っても過言ではない。社員が優秀なので、そんなやり方でも会社が成り立っているのだ。俺は以前、社長の飲みを断った社員が左遷された話を思い出す。こうして気に入らない人物を痛い目に合わせて憂さ晴らしをしたいのだ。そんなお前は広報部に左遷してやる。広報部のオフィスは会社の最も奥に位置している。仕事内容はよくわからない。本来は家電メーカーである会社の宣伝を行うことが広報部の役割だろう。しかし、実際にうちの会社では営業部が広報活動も行っている。取材や新商品の PR も営業部が行っているのだ。では、広報部は何をしているのか。俺にはわからない。知っていることといえば、一度入ったら二度と別部署へ移動することはできない。出られるのは会社を辞める時だけだと言われている部署であることだけ。そんな場所だから、社内では牢獄と呼ばれている。そんなところへの左遷。これまで頑張ってきたのは何だったのだろうか。俺は目の前が真っ暗になった。有無を言わさず、社長自らの手によって、俺の座席は移動させられた。人事部や営業部の社員が止めても、社長は子供のように口を出すな、クビにされたいのか、とわめくばかり。俺はこれ以上被害が及ばないように、みんなを抑えて移動を受け入れるしかなかった。今日からお世話になります。月島修斗です。広報部のオフィスは薄暗く、どこか湿気があるような雰囲気だった。そして人がほとんどいない。広報部はたったの5人だった。峰ゆりかです。教育係になれって言われたから、一応なるけど。峰さんはオフィスを見渡して言った。別に教えることなんてないんだよね。え？月島くんってパソコン詳しい？うちのホームページの更新をお願いしようかな。はい、わかりました。まさに広報らしい仕事だ。編集権限をもらい、マニュアルを渡される。じゃあ、よろしくね。峰さんは自分の机に向かうと、パソコンで作業を始めた。え？それだけ？会社のホームページって、
もっと大切なものなのではないだろうか。コンセプトとか、レイアウトとか、一押し商品の宣伝方法とか、そういった情報を確認する術を教えてほしい。今俺が受け取ったマニュアルは、あくまでホームページを作成するためのシステム情報が載っただけのものである。ホームページのコンセプトって、コンセプト？わかんないな。わかんないって、自分たちの仕事なのに、関心がなさすぎやしないか？他の人に聞いてみたが、みんな似たような反応だった。部長さえも、君の好きにしたらいいという始末。こんな状況でよく成り立っているなと思う。いや、成り立っていない。ここにいる人たちは、きっと社長の気まぐれや理不尽な理由で左遷されてきた人たちなんだ。努力を見てもらえず、お払い箱にされてやる気が湧くはずもない。会社に貢献したいという気持ちがなくなっているんだろう。俺は部長の言葉を受け取り、本当に好きなようにレイアウトを考えた。デザインやウェブデザインの本を読み、あれこれと試行錯誤して、ホームページを作り変えていく。営業時代の経験上、顧客が何を求めているのかはおおよそわかる。企業向けのページと一般客向けにページを分け、それぞれの需要を汲み取った。企業向けはシンプルに、特に必要な情報を大きく載せた。一般客向けは購買意欲をそそるために動画をつけ、カラフルなデザインにした。数日かけて作り変えたホームページをミネさんに見てもらうと、気だるげな目を大きく見開いている。これ、月島くんが作ったの？はい。いかがでしょうか？すごく見やすいし、なんだかかゆいところに手が届くって感じのホームページだわ。情報は多いけど無駄がない。デザインでも学んでいたの？いいえ、独学です。でも、お客様のニーズは熟知しているつもりです。へえ。ミネさんが興味津々といった様子で画面を覗き込んでいるせいで顔が近い。普段はやる気のない表情と口調のせいでわからなかったが、相当な美人だ。このご意見箱って何？ミネさんの細い指が指すのはポストの形をしたアイコン。これまでにはなかったものだ。ここに気軽に意見を書き込めるんです。商品に対する意見でも、こんな商品が欲しいなどの要望も。もっと簡単な内容だと、ホームページのここをもっと見やすくしてほしいとか、そういうのもあれば。その情報をどうするの？まさか本当に企画や開発に持っていくんじゃないでしょうね。そのまさかですよ。無理無理。あんな忙しい部署がちっぽけな意見を聞いてくれるわけないじゃない。やってみないとわかりません。それに、どんな意見でも仕事のヒントにつながることはあるんですよ。でも意見をまとめるのって大変じゃない？時間もかかりそうだし。大丈夫です。幸いにも、時間はたくさんあるから。広報部が牢獄と言われる理由も、その実態が知られていない理由も、なんとなくわかってきた。ここには仕事が来ないのだ。もともとある仕事を回すだけ。ホームページの更新、プレスリリースの発信、新商品の撮影、流れ作業で新たな企画を立てることも、仕事を増やすこともない。ここの人たちには、もうそんな気力はないし、大きなことをしようとしても、社長の合意が得られず終わる。だから俺は、既存の仕事を少しずつ大きくし、意義のあるものに変えていけばいいと思ったのだ。そして、少しずつ投書される意見を分類分けし、ご意見フォームを作って開発部や企画部に還元しに行った。みんな、俺が広報部で顧客からの意見を集めていたことに驚いていたが、月島の言うことなら、と話を聞いてくれたり、意見を受け取ってくれたのだ。次第に営業部が俺の元に来てくれるようになっていった。月島がホームページ内で商品紹介のブログを始めただろう？
あれがきっかけでうちにも導入したいっていう人が増えたんだよ。本当ですか？嬉しいです。最近の食洗機でしょうか？あれは本当に綺麗に落ちますよね。最近ではなかなか洗浄力に欠ける商品ばっかり出回っていたんですけど、うちのは、おいおい、営業職の癖が出てるぞ。ああ、すみません。つい以前のように語ってしまった。でもその熱量のおかげで、ブログを通じてたくさんの人に商品の良さを伝えられていると思っている。やりがいを感じている俺とは裏腹に、営業部の人たちは悲しそうな顔をしていた。月島、お前を守ってやれなくてすまなかった。いつもお前は俺たちをかばってくれていたのにな。あの日の飲み会だって、特に田口さんは責任を感じているらしい。だけど彼は何も悪くない。気にしないでください、田口さん。俺は後悔していません。それに、今は今で楽しいんですよ。営業とは違いますけど、商品をお客様にアピールするという意味では同じ仕事ですし、限られた手段の中でも、いくらでもやりようはある。俺はそのことに気がついたのだ。それからも、広報部には訪問者が増え続けた。新しい投書はあるか？次はこの商品をピックアップしてほしい、などなど。そういった連携によって、徐々に商品の売り上げは伸びていった。この状況が次第に広報部の意識も変えていくことになる。月島くんってアイデアマンだよね。広報部がこんなに目立つなんて設立以来なんじゃない？俺今日開発の人に言われたよ。広報部にはお世話になっておりますって。俺は何にもしてないのにさ。そう皮肉混じりに笑う先輩に俺は言った。何言ってるんですか？そもそもブログの書き方を教えてくれたり、うまく商品動画を撮れるように指導してくれたのは先輩じゃないですか。いや、まあ、もともと趣味でやってたからだよ。でも、お前にそういう技術があるなんて知らなかったぜ。俺にも教えてくれよ。なんか他にいいアイデアが浮かぶかもしれないし。そうだな。最近やたら広報部が注目浴びてるみたいだし、いろいろやってみようぜ。やる気が満ち溢れてきている広報部のみんなを見ていると、ようやく安心できるようになってきた。一時はどうなることかと思ったが、楽しそうに仕事ができているみたいだ。もう牢獄なんて呼ばせない。月島くん、峰さん、どうかしましたか？俺が配属されて以来、峰さんは誰よりも仕事にやる気がなかった。そんな彼女が少し照れくさそうに言う。私、会社の SNS のアカウントを作ってみたいの。ブログとは別のアプローチで、商品だけじゃなくて、会社全体をアピールできるように。だから、いろいろアドバイスくれない？はい、もちろんです。アイデアは多い方がいい。俺はミネさんの SNS 活動を手伝いながら、ブログにも意見をもらうようにしていた。女性ならではの感性で、ブログがだんだんとおしゃれになっていく。なんか楽しいわ。そう自然につぶやいたミネさん。無意識だったのだろう。とっさに両手で口を塞いだ。やだ、私ったら恥ずかしい。恥ずかしくなんかないです。俺も今、すごく楽しいですよ。同じ気持ちを共有できる仲間との仕事は、より一層楽しく感じた。そんなある日、ミネさんが俺を飲みに誘ってくれたのだ。社長との飲み会はあんなにもうんざりしていたのに、ミネさんに誘われたとなると、ワクワクして仕方ない。会社近くの飲み屋街で、ミネさんの行きつけらしいおしゃれな店を案内してもらった。美人と二人きりで酒を飲むなんて、一体いつぶりだろうか。ワクワクとした気持ちから一転、実際にその状況になってみると緊張してしまう。しかし、ミネさんのこの言葉が、俺の緊張を吹き飛ばした。月島くんって、営業部から左遷されたのよね、社長に。まあ、はい。
かっこ悪いとは今更思わないが、重たい話になってしまったなぁと考えていると、予想だにしない真実を告げられた。私もね、企画部から広報部に左遷されたの。それは、社長にですか？うん。企画部にいた頃、社長と接する機会が多くてね。それで二人で出かけないかとか、よく言われてたの。社長、奥さんいるのに。そうなの。私怖くて、だから断り続けてたんだけど、そのせいで左遷されたの。そんな、峰さん何も悪くないどころか、被害者じゃないですか。ありがとう、怒ってくれて。私もう何にもやる気が起きなくてさ、転職も考えたけど、どこに行っても同じなんじゃないかって思っちゃって、動けないまま、ずるずるとこの会社にいたの。楽しくもないし、目標もない。やりたかった仕事は取り上げられて牢獄行きだなんて言われて、もうどうでもいいやーって思っていたの。そうだったんですか。辛い話をさせてすみません。だから、峰さんはあんなにやる気が損なわれていたのか。せっかく働ける機会も場所もたくさんあるのに、たった一人の自分勝手な行動で、心に枷をつけられてしまった。到底許せる行為ではない。しかし、俺の怒りに反して、峰さんは穏やかだった。月島くんには本当に感謝してるの。君が広報部で腐らずに頑張ってくれてるおかげで、みんなにも活力が芽生えたし、私自身も仕事が楽しくなってきたの。今日はそのお礼を伝えたくて誘ったんだ。そうなんですか。恐縮です。そんなかしこまらないでよ。私と月島くんの仲じゃない。どんな仲なんですか？座席がお隣さん？そうですね。月島くんもしかして期待した？もうからかわないでくださいよ。しんみりとした話から、徐々に雰囲気は明るくなった。広報部に移動してからというもの、俺も飲みに行く気持ちには慣れていなかった。だから、久しぶりの酒の席を心ゆくまで楽しんだ。店を出て駅まで歩く。峰さんも酒に強く、互いに介抱の必要はなかった。しっかりとした足取りで飲み屋街を抜けようとしたところで、見覚えのある人とすれ違う。月島さん？あれ、萌さん。社長に飲みに連れて行かれることがなくなったので、全く会う機会がなかった萌さん。まさか偶然会えるとは。月島さん、どうしてお店に来てくれなくなったんですか？私、とっても心細いんですよ。左遷されたから行かなくなった。と真実を伝えるのはさすがに気を使わせるかもしれない。どう返答しようかと悩んでいると、俺と萌さんの間に峰さんが割って入ってきた。どちら様？うちの月島とどういうご関係で？心なしか語気が強い。視線も鋭い。俺が迷惑がっていると思ったのだろうか。誤解を解かなければ。説明しようとしたが、萌さんの返事の方が早かった。うちの月島？そちらこそどちら様ですか？私は月島さんがよく来てくれるお店の店員です。お店？峰さんが説明を求めるように俺を見る。雰囲気だけだと浮気現場を抑えられた男に見えなくもない。社長の飲みで。ああ、そういうこと。月島さん、この方誰ですか？というか、お店に来てくれなくて寂しいんですけど、次いつ来てくれるんですか？もう行きませんよ。あなたに聞いてません。なぜ初対面の二人がこんなに険悪な空気を醸し出しているのか、見当もつかない。萌さん、この人は会社の先輩なんだ。先輩とこんなところに来るのに、私のお店には来てくれないんですか？あなた店員のくせに随分と客に無茶なこと言ってるのわかってる？二人とも喧嘩しないでください。
これ以上放っておくとどうなるかわからないので、無理やり止めに入った。萌さんにまたねと言って去ろうとしたが、また事態をややこしくさせる人物が現れた。君たち、こんなところで何をしてるんだ？影浦社長だ。俺も峰さんも、そして萌さんも顔を引きつらせる。影浦様、こんなところで偶然ですね。真っ先に口を開いてくれた萌さんには、さすがとしか言いようがない。社長は、萌さんにデレデレとしただらしない顔を見せた。いやー、本当だね。今日は休みだと聞いて残念だったよ。今日もいらしてくれたんですね。ありがとうございます。でも、こうしてお会いできてよかったです。愛想笑いで乗り切った萌さん。すると社長は、俺たちのことを思い出し、うすら笑いを浮かべる。君たちは、ああ、牢獄行きの二人じゃないか。こんな場所にいるなんて、君たちの部署は暇なんだな。そんなに暇なら、月島も峰も、営業と企画に戻してやってもいいぞ。はい？え？唐突な申し出に、俺も峰さんもポカンとする。そういえば、俺を左遷させるために、業績を勝手に移したことが社内にバレかけて、少々面倒なことになっていると先輩に聞いた。自分の保身のためにそんなことを言っているのだろう。きっと峰さんも似た状況だ。いいえ、お気遣いいただきありがとうございます。ですが、今の部署の仕事が順調ですので、今のままで問題ありません。私も月島くんと同じ意見ですわ。俺と峰さんがきっぱり断ると、社長は不快感をあらわにした。お前たち、俺がせっかく言ってやってるのに、生意気なことを。その時、萌さんが社長の腕に飛びついた。影浦様、せっかくお会いできたのにお仕事の話ですか？私のこと放っておかないでくださいよ。ああ、すまないね。もうお帰りでしたら、せめてタクシー乗り場までご一緒してもいいですか？ああ、もちろんだよ。でしたら、早く行きましょう。今日お話できなかった分、私が影浦様を独り占めしちゃいますね。ははは、参ったな。俺たちがあっけに取られている間に、萌さんは社長を反対方向へ連れて行った。去り際、俺たちにウィンクを飛ばして、あの子、やるわね。峰さんが感心している。さすがプロだ、と俺も思った。あっという間に社長の気を鎮め、俺たちから遠ざけてくれた。あんなに社長と関わることを嫌がっていたのに、自ら犠牲になってくれたのだ。今度、お礼を言いに行かないとな。その日はそれ以上のトラブルはなく、しばらくは平穏な日々を過ごしていた。広報部では次々とアイデアが生まれ、企画会議も定期的に開かれるようになった。営業部と違う仕事内容だが、みんなで会社を盛り上げていく感覚を直に味わうことができて、とても楽しく仕事ができていた。そんなある日、部長が青い顔でオフィスに戻ってきた。部長会議の後だったから、何か良くない情報でももらってきたのかもしれない。部長、どうかしたんですか？顔色が悪いようですが。実は、さっきの会議で、広報部を解体しようと社長が言い出してな。そんな、オフィスにいたみんなが思わず立ち上がり、信じられないと言いたげにしている。俺も理解できない。ようやく会社に貢献できる部署になってきたのに、なぜこのタイミングで？しかし、あの社長が言い出したのなら、考えられない話ではない。俺や峰さんが、部署の変更を断ったことを腹いせに、そんなことを言い出したのかもしれない。もしくは、左遷先として置いていた部署が盛り上がってきて、面白くないのかもしれない。どちらも、あの社長にならあり得てしまう。広報部の仕事はどうなるんですか？人事部や総務部に引き継ぐらしい。じゃあ俺たちは、リストラだそうだ。目の前が真っ白になった。以前の広報部ならいざ知らず。
今の部署を解体してリストラなんて、ただの嫌がらせ行為じゃないか。理由を部長に尋ねても、社長が何も言ってくれないとのことだった。そんな無茶苦茶言うなんて。俺の隣で、ミネさんがわなわなと震える。正当な理由があるんでしょうね。突然、ミネさんはオフィスを飛び出した。俺はとっさに追いかける。ミネさん、どこ行くんですか？社長室よ。あいつ私たちで遊んでるんだわ。第一、正当な理由もなく解雇なんてできないわよ。リストラだって、それ相応のデータがいるわ。なのにそんなことを言うなんて、馬鹿にしてるとしか思えない。いい加減頭にきた。問い詰めてやる。今のミネさんは、怒りに任せて何をしでかすかわからない。俺もストッパー役としてついていくことにした。失礼します。広報部解体の件でお話があります。ミネさんが社長室に入ると、社長は彼女が来ると分かっていたと言わんばかりに。余裕たっぷりの笑みを見せる。ああ、どうした？何か問題でも？問題だらけです。業績向上に貢献し、会社の士気を上げているうちが、リストラの対象になる根拠をご教示いただけますでしょうか。そんなの君たちが生意気だからだよ。君たちがいると俺のやる気が下がる。すると会社にとってマイナスになる。だからリストラだ。まさか、建前なしに本音をぶつけてくるとは思わなかった。ほら、そんなことだろうと思った。呆れたようにつぶやくミネさん。社長、でも、簡単に社員を解雇することはできません。リストラも同様で、何か根拠がない限り。そんなものどうとでもできるんだよ。俺は社長なんだから。はぁ？そんな主張が通るとでも。ミネさん、落ち着いてください。ここで声を荒げたら、社長を恐喝しただのなんだのと言われ、さらに不利になる。一旦こちらでも考えを練るべきだと思ったのだが、社長が俺を指さして言った。月島、お前が俺に土下座して、もう萌えちゃんに会わないと誓うのなら考え直してやってもいいぞ。隣でミネさんが、萌えちゃんですって？気持ち悪、とつぶやいている。全面的に同意するが、そのことはさておいて、これは朗報だ。俺の土下座一つで済むなら安いものなんだから。わかりました。俺が膝を突きかけると、ミネさんが制す。待って、月島くんがそんなことする必要なんてないわ。でも、きっと土下座なんてしても、またいろいろ言い訳をつけて私たちに嫌がらせをするだけだわ。だから、ミネさんは、俺に顔を近づけ、耳打ちした。私に任せてくれない？考えがあるの。お願い、信じて。わかりました。確かに、このままで終わるとも思えないし、終わりたくもない。俺はミネさんを信じることにした。半月後、俺はミネさんとある店に入った。散々飲み会として連れてこられたあの店だ。今日も社長が飲みに来ていることは知っていた。いつも通り、大声で社員を指名していたのだから当然だ。俺たちの登場に、社長は怪訝な顔をする。なんだお前たち。社長、お楽しみのところお邪魔します。私たち、この度会社を辞めようと思っておりまして。なんだって？社長が望んだことなので、特に問題はありませんよね。その後独立しようと考えています。ミネさんの報告に社長は大笑いした。お前たちバカにも程があるだろう。会社を運営することがどれほど大変か知りもしないで。ああ、お前たちのような使えない人間を雇ってくれる会社がないから独立するのか。ミネさんは、こめかみに青筋を浮かべながらも、にっこりと微笑む。その話が本軸ではありませんわ。辞める前にいろいろとお土産がありますの。彼女の言う通り、俺たちはただでは辞めない。土産？気が利くじゃないか。はい、これを。俺は、社長の座るソファーの前に
様々な書類を重ねていく。すると、あまりにわかりやすく、その表情から笑みが消えていった。これは、こちらのお店で使用した個人的交際接待費を経費申請していた証拠です。気づいた経理部を辞めさせていたことも、裏が取れていますよ。総額いくらになるのかしら。100万 ?1000 万？まさに会社を私物化している裏付けよね。俺たちの暴露に、店の店員も顔を見合わせる。まさかそんな、と口々に信じられない顔をして、社長から距離を取っていった。ただ一人、萌さんを除いて。なんだこれは。こんなもの一体どうやって。あなたのお気に入りの子が協力してくれたんですよ。社長はハッとして、隣に座る萌さんを見る。そう。俺たちは後日、萌さんに会いに行った。先日の礼と、そして、この証拠をかき集めるための協力要請をするために。影浦社長に後ろぐらいお金があるなんて言われた時にはびっくりしましたけど、月島さんのお願いなので、喜んで協力しました。可愛らしく告げる萌さんに、社長は激高する。この裏切り者が、そのアクセサリーも服も、俺自身の金で買ってやったのに。あら、影浦社長だって会社を裏切ったんでしょ？くそ。お前に一体いくらつぎ込んだと。その時、身が凍るような、恐ろしく冷たい声が聞こえた。いくらつぎ込んだんですか？お前。俺たちの背後から現れた女性を見て、社長は床に尻餅をついた。彼女は俺たちが連れてきた社長の奥さんだ。毎日遅くまで帰ってこないから、理由を聞いたら、仕事が忙しいだの接待だの、いろいろと言っていましたよね。まさかこんなところで楽しくお酒を飲んでいるなんてね。いや、これは。しかも何？家のお金で女の子に貢いで、足りない分を会社のお金で？違うんだ。何が違うっていうの？あまりの剣幕に、俺と峰さん、萌さんも後ずさりする。これ以上は俺たちの出る幕はない、と思い、成り行きを見守った。社長の奥様は、俺たちが事情を話したら、思うところがあったんだろう。二つ返事で協力してくれることを快諾してくれた。結局、社長は離婚届を突きつけられ、なすすべなく印鑑を押すことになった。もちろん会社での横領の件では裁判沙汰になり、有罪判決が下るとともに社長職を解雇。これで独裁政権のような社風も変わるだろう。今では社員同士が好きなタイミングで飲みに行くことができている。そんな話を聞く頃には、俺たちは新たな場所で仕事を始めていた。これまでの経験を活かし、広報のコンサルタント会社を始めたのだ。広報部の人たちもみんなついてきてくれた。あの会社でも活躍できる機会はまだまだあったが、みんなどんどん新しいことにチャレンジしたいという意欲が高まっていったらしい。そして、5人ほどで始めた会社なのだが、1人、アルバイトを雇うことになった。よろしくお願いしますね、月島社長。萌さんだ。今はお店とうちの会社を掛け持ちで働いている。俺たちが独立すると聞いて、アルバイトでいいからと志願してくれたのだ。月島くん、ほんと、なんでこの子を雇ったの？峰さんは萌さんを見るたびに不満そうな声を漏らす。だって、彼女のトーク力と調査効率の良さには、目を見張るものがあるんですよ。それはそうだけど、月島社長は私がいなくちゃダメなんですもんね。そんなわけないでしょ？あなたは仕事上の付き合いなだけ。副社長の私の方が頼りにされてるんだから。その言葉、そっくりそのままお返しします。二人のやりとりは会社の名物となりつつある。なんだかんだ言って、二人とも気が合うし、
一緒に食事に行っている姿を見かけることも多い。どんなところから人との縁がつながるかわからないな。数年前なら考えもしなかった光景が今俺の目の前に広がっている。確かに最初は理不尽に屈した俺だったが、譲れないところでは諦めなくてよかったと思う。変えたいと思えば、いつだって現状をいい方向に変えられることをみんなに教わった。この経験と思いは、今を変えたいと思っている人たちに伝えていきたい。そのために作った会社で、俺はこれからも人の助けになる仕事がしたい。こんな親の七光で社長になっただけの会社なんて、いる価値もない。皆さんそうでしょ？副社長が言うと、会議の参加者が拍手をしている。父が突然亡くなったことで社長になった俺は、副社長の徳山から親の七光と言われ、俺が社長で居続けるなら会社を辞めると言い放たれた。ちなみにね、この会社を辞めるのは俺だけじゃない。俺に賛同した社員の半数が会社を辞めると言っているのをご存知ですか？それだけあなたに求心力がなかったということだ。半数。そうです。半数です。私はその半数の社員を引き連れてこの会社を辞めます。周りはいいぞ、辞めてやると、ヤジや拍手が入り混じったお祭り騒ぎとなった。徳山はすでに準備を整えて根回しをしていたのだ。だから俺は言ってやったんだ。それは大きな決断をなさいましたね。ええ、こちらとしては何の異論もありませんよ。そう笑顔でうなずいた。徳山が想定していた反応ではないことに若干怪げそうな顔を浮かべるも。そう言って悠長に構えていられるのも今のうちだからな。半数も社員が抜けたらこの会社は終わりだ。そう言ってドヤ顔を見せた徳山。だがこのことが彼を思いもよらない地獄に陥らせることになるとは、この時は誰も知る由もなかった。俺の名前は大迫匠。俺の父である秀夫は、ある分野の職人として、その道幾数年というプロである。だが、その当時働いていた工場の上司と、根っからの職人気質である父は、折り合いが悪かったこともあり、弱い50を前に思い切って独立し、会社を立ち上げた。俺もそんな父の背中を見て育ってきたこともあり、職人の道を目指すことになったのは必然と言えるかもしれない。工業高校に入り、ものづくりの基礎を徹底的に学び、少しでも父に近づけられるよう一生懸命課題に取り組んだ。だが、俺は思った以上に不器用だったようで、基礎となる工程も満足にできなかった。父はそんな俺を1ミリも責めることなく、また見捨てることもしなかった。人には向き不向きがあるんだ。お前にも必ず向いているものが現れるさ。父はいつもしかめっ面を浮かべている印象が強かったが、落ち込んでいる俺には決して諦めろとは言わないのだ。それは父の優しさでもあり、厳しさでもあったのだろう。こんな俺にもできることないだろうか。そうして俺は中小と呼ぶには小さい地元の企業に入り、そこで5年ほど経理の仕事に携わった。経理業務は細かいことも多いものの、俺の性分に合っていたらしく、無我夢中で仕事を覚えていった。そうして今、俺は経理部長として父の会社を支えている。俺の仕事ぶりを見るなり父は、お前はものづくりより
金勘定の方が向いているみたいだな。と言って、どこかほっとしたような顔を見せていた。うちが手掛けるものは質がいいと評判で、少しずつ受注件数も増えていった。それに合わせ、うちで働きたいと入ってきてくれる職人も少しずつ増えたことで、会社も活気が出てきた。だが、昔気質の職人さんは気難しい人が多い。こだわりがある分、最後まで妥協しないという姿勢は素晴らしいのだけど、俺たちのような若輩者からすると、割と近寄りがたい雰囲気もあり、最初は話しかけることすらためらってしまった。だが、俺としては、この会社に入ってくれた以上、いい仕事をしてもらいたい一心で、彼らに接し、彼らの話を丹念に聞くことに徹した。時には、会社のやり方に対する不満や、職人同士のぶつかり合いで、何度も肝が冷える思いをしたことはあったものの、職人は誰一人欠けることなく、なんとかうまく折り合いをつけながらやってきた。だが、そんな俺のやり方をよく思わない人がいた。職人なんて所詮、物を作ることしか能のない人間じゃねえか。そんな奴にヘコヘコする必要なんかない。副社長である徳山はそう言って、鋭い眼光を向けてきた。でも、会社を支えてくれているのは職人さんたちですから。大事なのは会社を大きくしていくこと。今時、職人の手作りなんて流行らない。無駄な人件費を使ってるだけだ。お前も経理やってればそれぐらいわかるだろうよ。徳山はいわゆる一流大学で経営学を学び、大学院で MBA を取得したという経営のスペシャリストだ。と言っても、俺はそれほど詳しくなく、本人が自称していることなのだが。確かに徳山は数学に強く、月次の決算書や税務署に出す書類の最終確認をお願いするほど信頼は厚い。実際、彼が来てから会社は一気に大きくなり、経営も安定してきたのだが、一方で職人を軽んじている節がある。彼はこれからの時代を見据え、もう少し効率重視の経営をしていくべきだと思っているらしく、社長である父にたびたび進言を呈していた。確かに徳山くんの言う効率を重視することも間違ってはいないが、うちが作るものは大量生産となると、その良さを消してしまうような気がしてな。父はそう言って手のひらで顔を覆った。だが徳山はここ数年の帳簿を見せながら負けじと主張を繰り返す。ですが、経営の面から言って、そんな悠長なことは言ってられません。ここは思い切って職人をリストラし、機械生産に踏み切るべきだ。僕はこの会社をもっと大きくしていきたい。非常とも思われるかもしれませんが、会社のためだからこそですよ。鼻息を荒くし、自分の構想を熱心に語る徳山を尻目に、俺は一人悶々としていた。父の言う通り、職人が懇心込めて作るものだからこそ、多くの取引先からこれだけ支持してくれている。職人を切るようなことはせず、もっとリスペクトの気持ちを持ってほしいと内心で願っていた。そんな矢先のことだった。父が突然倒れた。これまで風邪一つひいてこなかった父だったので、俺はすぐに良くなるだろうと楽観的に捉えてきたのだが、病院での懸命な処置も叶わず、亡くなってしまった。父は自分が亡き後も困らないようにと遺言を残してくれていた。そこには法定に基づく遺産分配のことや、この先の生活などが克明に記されており、会社のことについても
具体的に明記されていた。社長は息子の匠に、徳山くんには息子を支えてもらい、会社を盛り上げていってほしい。そうして俺は父の遺言通り社長となり、会社を継ぐことに決めたのだった。だがこの一件は徳山にとって想定外の出来事だったようだ。ゆくゆくは自分が社長となることを信じていた徳山は、これを機に俺に対する風当たりを強くしていった。銭勘定しかできないのおなしに何ができるんだ。経営の素人が社長なんて務まるものか。確かに自分はまだまだ未熟です。ぜひ徳山さんのお力添えをお願いさせてもらえませんか。それに会社の社員たちの協力も必要だと思っています。親の七光は頼りねえな。果たしてお前についていこうと思う社員はどれぐらいいるのかな。そう言って徳山は意地悪そうに笑う。言われてみれば、俺の社長就任を発表したとき、大半の社員が冷ややかな目で見ていたことが心に引っかかっていた。それまでは挨拶を交わせば普通に返してくれていたし、時折談笑に加わることもあった。それが今では、俺が彼らの近くを通っただけで、ひそひそひそ。俺の顔を見ながら小声で何かを囁き合っている。どうやら徳山は、俺に関するありもしない話を社員たちに吹き込んでいるらしく、俺は会社を乗っ取ろうとしている悪者になっているようだ。突然社長という立場となり、右も左もわからない状態の俺はさらに追い込まれた。今までよく話をしていた職人さんたちの俺に対する眼差しも心なしか冷ややかになったように感じる。俺は孤独感を強くしていった。伊藤さん、こちらの帳簿ですが。はい、社長。俺が社長を継ぐことに伴い、経理部長の後任として経理部長補佐をしてくれていた伊藤真理さんにお願いした。最初話をしたときは恐縮しながら何度も辞退の言葉を口にしていたけれど、実直な仕事ぶりを見ていた俺は諦めることなく、そのご了承に負けたのか、マリさんはしぶしぶ了承してくれた。マリさんは口数の少ない物静かな女性なのだが、真面目にコツコツと仕事に取り組む姿勢は、社長だった父も認めるほど優秀な社員の一人である。暗いブラウン色の髪を一つにまとめ、縁なしのメガネをかけている様は、一見地味に見えるが、すっきりとした顔立ちとシンプルなオフィスファッションが清楚さを感じさせる美人だ。急に社長業を引き継ぐことになったため、どうしても就業時間内だけだと引き継ぎに時間が足りない。俺とマリさんはほぼ連日残業をすることになった。静まり返ったオフィス。ただひたすらキーボードを叩く音と書類をめくる音だけが響いている。社長、ここはどうしますか？それは。一通りの説明をした後、あとは実際に手を動かしながらわからないところをその都度確認するというやり方で進めているのだが、それ以外の無音の時間がたまらなく気まずく感じた。休憩しませんか？すっかり夢中になってしまい、マリさんに声をかけられるまで時間のことを忘れていた。時計を見るとすでに9時を回っている。お疲れ様です。マリさんがコーヒーを持ってきてくれた。ありがとう。自然と向かい合わせに座るような形になり、俺は何とか会話をひねり出した末、どう？経理部長になって変わったことはある？
まあ、補佐よりも責任は大きいですよね。そう話したきり、会話が途切れてしまった。俺は会話のネタが思いつかないことも相まって、思わずため息をついてしまった。大丈夫ですか？ああ、なんだか社長として情けないなぁなんて思ってしまってね。思わず弱音がついて出てしまった。そうなんですか？父の遺言だったとはいえ、果たして俺は社長の器としてふさわしいのか自信がなくてね。いっそ副社長に社長をやってもらった方が社員にとっては良かったんじゃないかって。そんなこと絶対ありません。マリさんが大声で否定したことに、俺は思わず驚いてしまった。ごめんなさい。大きな声で私。いや、いいんだ。ありがとう。そう言ってもらえるだけでも救われるよ。そうして俺は飲み頃になったコーヒーを一口すすった。母の体調が悪い時によく早退させてもらったり、有給を取らないといけない時に大迫さんが快く認めてくださって、私も母も大迫さんには本当に感謝してるんですよ。彼女の母親は体が弱く入退院を繰り返していた。そのため急な休みや早退が多かった。だがそれを悪く言う人はいない。彼女は優秀で急に自分が抜けても大丈夫なようにいつも仕事を完璧にこなしていたからだ。そりゃあ会社の福利厚生を使うのは社員の権利だからね。使うのは当たり前の話だよ。でも、制度があっても使えない会社も多いじゃないですか。それに比べてうちは、社長や大迫さんが私たちのことを考えてくれて、有給消化率はすごい高いんですよ。本当に働きやすい会社に入れてよかったなって思います。ありがとうございます。そう言ってマリさんはちょこんと頭を下げる。先代がなぜ副社長ではなくあなたに社長を任せたのか、私はなんとなくわかる気がします。ただ単に親子という理由だけで選ぶ社長ではありません。一緒に仕事をして、それだけは断言できます。そう話すマリさんの目がまっすぐに俺を捉えている。思わぬ目力の強さに、俺は椅子ごと後ずさりしそうになった。それに、職人さんからの人望が厚いじゃないですか。皆さん口下手だから言わないだけで、心の中では社長のことすっごく頼りにしてますよ。そう言って、マリさんは少しだけ笑顔を見せる。俺はなんだか嬉しくなった。ありがとう、伊藤さん。俺はたまらず頭を下げる。だが、マリさんは先ほどとは一変し、暗い声でこう言い捨てた。私、礼を言われるほど褒められた人間じゃないですから。え？どういうことなのかと聞く前に、マリさんは自分のデスクに戻り、パソコンで仕事を始めてしまった。社長就任から数週間が過ぎ、季節の変わり目が感じられるようになったある日、社長になって初めての全体会議が行われた。その議場でのこと、徳山が突然立ち上がるなり、かねてから折に触れて提言していた人員削減の案件につきまして、改めて今いる職人を半分ほど減らすことを提言したいと思います。と切り出してきた。副社長、その話は、あなたはうちの経営状況をまるで理解なさっていないようだ。このままいけば、うちは間違いなく先細りになっていく一方ですよ。役員のほとんどが
徳山の発言に対して顔を縦に振っている。だからといって、今いる職人さんたちを辞めさせることはしたくない。それ以外でできることがあるはずです。俺は負けじと反論したが、それがかえって徳山の心に火をつけてしまった。では、社長はどんな対応策をお持ちなのですか？何の策もなく、ただ人員整理をしたくないだなんて、だだっこと一緒ですよ。こんな社長に私はついていく気になれませんな。そんな。やめます。やめるというのは、こんな親の七光で社長になっただけの会社なんている価値もない。皆さんそうでしょ？徳山が言うと参加者が拍手をしている。ちなみにね、社員の半数が会社を辞めると言っているのをご存知ですか？それだけあなたに求心力がなかったということだ。半数。そうです。半数です。私はその半数の社員を引き連れてこの会社を辞めます。そう言って徳山はドヤ顔を見せつけた。周りはいいぞ、辞めてやるとヤジや拍手が入り混じったお祭り騒ぎとなった。徳山はすでに準備を整え根回しをしていたのだ。だから俺は言ってやったんだ。それは大きな決断をなさいましたね。こちらとしては何の異論もありませんよ。そう言って笑顔でうなずいた。徳山が想定していた反応ではないことに若干怪訝そうな顔を浮かべるも。そう言って悠長に構えていられるのも今のうちだからな。半数も社員が抜けたらこの会社は終わりだ。そうして徳山は会社に辞職願いを叩きつけ、社員の半数を連れて新会社を設立したのだった。早速、設立パーティーが華々しく開かれた。何もかもが豪華絢爛。同業種でも大手と呼ばれる企業やメーカーの重鎮と呼ばれる人たちが何人もいましたよ。と、冷やかし半分で出席した社員から聞いた。今まで同じ志のもと、一緒にやってきた仲間たちがある日突然ライバルとなることも珍しくない。まさしく同業他社となったわけだ。だがうちは父から受け継いだ信念を引き続き貫いていくだけだ。徳山たちが去り、数ヶ月が経った。突然、徳山がうちに電話をかけてきたのだ。もしもし。おい、お前何してくれたんだ？随分と立腹した様子だ。何を、というのは？しらばっくれるのもいい加減にしろ。取引先を奪うなんて卑怯だぞ。別にそんなことはしてませんよ。こいつは何を言っているのかと思いつつも、とりあえず話を聞いた。お前らが邪魔してないという証拠はあるのか？こちらはあなた方の会社には1ミリにも関わっていません。もしかしてあなたの会社の商品に原因があるのでは？実は徳山が会社を辞めると発表する数日前のこと、俺はマリさんから徳山の独立と社員の引き抜き話を聞いていた。社長の俺の耳には届かないように水面下で行われていた徳山の引き抜きだが、マリさんがこっそりと俺に教えてくれたのだ。当然、社員の引き抜きは会社の存続に関わることだ。そこで俺は職人たちを集めた。会社は必ず立て直します。だから自分を信じてここに残ってくれないだろうか。もちろん社長として何があってもあなた方を守ります。
そう言ってみんなに頭を下げたのだ。父の代から働いてくれている腕の立つ職人たちのほとんどが引き続き残ることを決断してくれた。もともと無理難題を押し付けてくる徳山のやり方に反論を唱える職人たちも多かった。前の社長の息子だからっていうのもあるけど、あんたが真摯に俺たちの話に耳を傾けてくれたことが嬉しかった。だから俺は生涯この会社に尽くしていこうと決めていたんですよ。そう言ってくれたのは創立当初から変わらずいる職人さんだ。あんたは俺たちを仲間として認めてくれている。だが、徳山は俺たちを人間以下、会社の駒としてしか見ていない。そんな奴の元に行くもんか。俺は涙が出るほど嬉しかった。俺がしてきたことは間違いではなかったんだ。その一方、徳山にそそのかされ、意気揚々と新会社に移った職人は大した向上心もないものばかり。徳山が大金をちらつかせ、その金欲しさだけに新会社に移ることを決めたようだ。だが、ほとんどが経験が浅く、腕も技術もまだまだ半人前の職人たちが多かったこともあって、そこで作られる商品は圧倒的に質が低いものばかりだった。当然、取引先からは山のようなクレームと返品が相次いだ。それどころか、製造に多大なる影響を及ぼしたとして、損害賠償を請求されたらしい。そのことに向き合わず、取引先から契約を打ち切られたことを、うちの会社のせいにされるのはたまったものじゃない。あなたは職人を下に見ていたようだが、うちの会社は職人の技術で成り立っているんです。あなたはお金だけを見て、人をないがしろにしていた。こうなったのは自業自得というほかありませんね。ああ、それと。俺は怒りを抑えながら続けた。近々、うちからも損害賠償請求をさせていただきますので、そのつもりで。なんだと？粉飾決済を主導し、そのお金を愛人の店に流してましたよね。俺はついに彼の悪事を暴き、突き出した。何を証拠に？もちろん証拠もありますし、場合によっては刑事告訴も検討していますので、覚悟してくださいね。はぁ？全く話にならんな。徳山は規制のようなものを発しながら電話を切ってしまった。伊藤さん、よくぞ話してくれましたね。電話を終えた俺は目の前でうつむいているマリさんにねぎらいの声をかけた。私はとんでもないことを。最近になり、明らかにマリさんの様子がおかしいと感じていた俺は、思い切って問いただした。最初は口をつぐんでいたマリさんだったが、徳山のことを話すと、たちまち目が泳いだ。そうしてマリさんは、長年、徳山の不正に関わったことを涙ながらに話してくれたのだ。母は昔から入退院を繰り返していました。ですが、私だけの給料では入院費用は賄えなくて、それを知った副社長が言ってきたんです。マリさんはその時のことを思い出しているのか、苦悶の表情を浮かべていた。入院費用のことは俺が出してやる。だから代わりに俺の言うことを聞け、と。人の弱みにつけ込んで、とんでもないことをしでかしてくれたものだ。当然、このことを他言したら、金の援助はしない。そうなったら、お前も母親もおしまいだと脅されました。でももう、これ以上隠すことができなかった。
そう言うと、マリさんはおえつを漏らし、しゃくり上げた。涙ながらに彼女は続ける。当然、罰はお受けします。もちろん、会社を辞する覚悟もできています。今までお世話になりました。彼女は深々とお礼にお辞儀をした。君は何も悪くない。え？マリさんは驚いたような表情を浮かべた。もうとっくに知っていたよ。だったらなぜ？あなたはいつも何かを一人で抱えているように思えてならなかった。話をしていても自分は会社の迷惑になっているんじゃないかという思いを節々から感じていたんだ。もしかしたらと思ってね。マリさんの顔は涙でぐっしょり濡れている。俺を誰だと思ってるんです？金勘定しか能がない元経理部長ですよ。俺は彼女の肩に手を置き言った。あなたがあの時僕を励ましてくれたことは何よりの力になったんだ。だからここまで頑張れた。俺がここまで来れたのは伊藤さんのおかげだよ。それに伊藤さんは徳山の悪巧みをいち早く俺に教えてくれた。伊藤さんがいなかったら今の俺、今の会社はないんだ。でも、私が不正に手を染めていた事実は変わりありません。お母さんの入院費用は僕が立て替える。その代わり、あなたはこれまで以上に全力で会社に尽力することで、それを返してほしい。これは社長命令ですよ。そう言いながら、にっこり笑いかけると、マリさんは完全に泣き崩れた。徳山の会社は業績の悪化をたどっていった。いくつかの取引先を失っただけでなく、損害賠償責任を負うことになり、徳山は今まで以上に売り上げを伸ばすことに固執していった。例えば、職人たちには手が負えないほどの無茶な製造数を指示したり、営業部門には過剰なノルマを課すといったことは日常茶飯事で、俗に言うブラック企業へと変貌を遂げてしまったのだ。その結果、過労と重圧により、次々と職人たちは辞めていってしまい、さらに売り上げは下降状態に陥っているのだという。そうしてとうとう徳山は会社を倒産させてしまった。徳山はあらゆるつてを頼って援助を申し入れたが、社員を半数連れて新会社設立の事件はこの業界ではセンセーショナルなことだったので、徳山はある意味有名人だ。そんな徳山を助ける会社はあるわけもなく、徳山はあらゆる人から見限られ、多額の借金を背負い、今では取り立てから逃げ続ける日々だという。人を軽んじた結果だろう。そして時は経ち、社長、お酒足りてますか？おーい、料理行き渡ってる？すみません、トイレ。会議室のテーブルには飲み物やデリバリーの料理が次々と並べられ、若手を中心に話に花が咲いているのか、ところどころでどっと笑い声が湧く。こうやってみんなの笑う顔が見られるのはどのくらいぶりのことだろう。社長就任後は何かと多忙で、徳山による騒動で会社全体がすっかり疲弊した空気を醸し出していたが、役員の一人が親睦会を開いてはどうかと提案してくれた。早速元気いっぱいの社員を幹事に、社員も職人も一緒くたに楽しめるように、いろいろと趣向を凝らしてくれたらしく、久しぶりに腹を抱えて笑った。俺がビールの入ったプラカップを片手に物思いにふけっていると、社長。古くからいる職人さんの一人が俺に声をかけてきた。
お疲れ様です。いやー、それにしても、若い奴らがあんなにはしゃぐのを見るのはなんだか新鮮だな。そうですね。私としては、ここが楽しいと思ってくれたら、こんなに嬉しいことはありませんよ。そう言って、ビールをちびちびとやる。やっぱり、仙台の見る目は違うな。え？俺は思わず彼の顔を見た。あいつは決して金勘定しかできない人間なんかじゃない。人をちゃんと見ることのできる人間だって、ことあるごとにお前さんのことを話してたぞ。そんな。父の隠された思いを聞かされ、張り詰めていた気持ちが溶けていく。気がつくと俺は涙を流しながら笑い声を上げていた。社長、ご確認よろしくお願いします。うん。定例会議に向け、マリさんから手渡された月次決算書に目を通していた。それでは。あ、待って。はい？何か心境の変化があったのか、髪色を明るくし、一つにまとめていた髪も肩ぐらいのボブになっている。服装の色使いも心なしか明るいものが多く、最近綺麗になったなぁと思わず見惚れてしまうほどだった。何でしょうか？淡いピンクに彩られた瞳をこちらに向ける。修行中に言うことでもないんだけど、急に俺の顔が熱くなってくるのがわかる。無茶ぶりには慣れてますから、なんなりとどうぞ。相変わらずクールな物言いに、俺はどう切り出そうかしばし言葉に迷ったが。今度の監査の件なんだけど。監査はまだ半年先ですよ。それに向けて食事一緒にどうかなって。恥ずかしさのあまりうつむく俺。それはつまりデートのお誘いってことでよろしいですか？え？顔を上げると、そこには何かいたずらをひらめいているような表情のマリさんがおかしそうに笑っていた。会社は人が作る。亡き父が口癖のように言ってきた言葉だ。社長になってからこの言葉がより一層染みるようになった。もちろん会社を経営していく以上、利益を追従していくことは大切なことだが、お金のことばかりに気を取られ、肝心の人をないがしろにすることになったら本末転倒だと徳山の一件でよくよく体感させられた。時代がいかに変わろうとも、父が残してくれたこの会社とついてきてくれた職人さんや社員たちと一緒に変わらない信念でお客様の喜ぶものを世に送り出せるように頑張っていきたいと思う。私、あなたのことがどうしても欲しいの。お願い。同窓会の日、久々に再会した初恋の美女。彼女はある大きな悩みを抱えていて、俺に最後の望みを託して、いきなり迫ってきたのだった。無理だよ、だって。一度はその願いを断った俺だったが、美女の大切なものを守るため、捨てたはずの世界へ舞い戻ることになる。俺が願いを聞き入れないと、美女は大胆な行動に出た。これでもダメかな。美女は俺の腕に手を回してきて、こうなってはお前も終わりだな、田中。待ってください、総料理長。その背中へ、俺は懸命に手を伸ばす。けれど、その甲斐なく、彼の姿はどんどん遠ざかっていく。お前の代わりはいくらでもいる。安心して地元に帰るんだな。やだ、ああ！頭を抱えて、大声で叫んだ。そこで、目の前が真っ暗になる。そして次の瞬間、はっと、俺は目を見開いた。は
夢か。ひどい悪夢を見ていた気がする。背中にも額にも汗びっしょりで、心臓をバクバクと鳴らす俺は、田中裕太、35歳。今いる場所は、実家のベッドの上だ。もう半年も経つのに、いつまで引きずってるんだか。かつて、俺は料理人をしていた。高校を出た18歳の時から、今は亡き父の知り合いが経営する料亭で修行をさせてもらって、厳しい下積みの日々を経て、20代後半に差し掛かった頃、ようやく調理場に立たせてもらえるようになった。すると、君、うちで働いてみないか？お客の男性に突然スカウトを受けたのは、30歳になったばかりの頃。その男性とは、東京の高級ホテルで総料理長を務めている人物で、ホテルの和食部門に移籍すると、厳しい彼の下でさらに研鑽を積み、とうとう今から1年前、俺は史上最年少の34歳で和食部門の料理長に抜擢された。はず、だったのだが、ゆうた、ねえ起きてるの？ちょっと聞きたいことがあるんだけど。ああ。その声にまたかとため息をついて、俺はベッドを起き上がり、自分の部屋を出た。家の鍵なら、きっと台所のテーブルの上だと思うよ。探してみた？あら、そうなの。茶の間で座布団をひっくり返していた母は、ほっと安心したような表情になって、いそいそと台所に向かい、やがてあったと嬉しそうな声を上げた。よかったね。今、朝の5時だけど。まだ薄暗い窓の外に目をやって、密かに再びため息をつく。このやりとりも、昨日と一昨日に続いて連続3日目。そう。65歳になる俺の母、田中桃子は、初期の認知症を患っているのだ。今日の夕飯は、ゆうたが好きなカレーにしましょうね。後でお買い物に行かないと。なら俺も行くよ。一人で大丈夫なのに。母は口を尖らせるものの、不安なのだ。だんだん、前はできたのに、今はできないこと。忘れたことすら思い出せないことが増えてきていて、もし外出させたまま、この家の場所まで忘れてしまったら、なんて思うと、徒歩数分のスーパーにさえ一人では行かせられない。こんな母の介護を担うことになったからだ。俺が料理長の地位を、大好きだった料理を捨てて、実家に帰ることを決めたのは、いるから、この家に母さんとずっと一緒に。あらまあ本当に、とっても嬉しいわ。そっか、料理人になる夢を一番応援してくれたのが母だった。そのことを、たとえ母が忘れてしまったとしても、すみません。なるべく早く帰るので、母のことをよろしくお願いします。ある日、俺は実家に戻ってから初めて一人で外出することになった。大丈夫よ、ゆうたくん。せっかくだもの。ゆっくり楽しんできて。その言葉がありがたくて、俺はもう一度お願いしますと頭を下げた。母のことは、今夜だけは親切なご近所さんが見守ってくれている。行ってくるよ、母さん。スーツの襟を正して玄関のドアを開ける。ほんの少し緊張しているのは、これから向かうのが高校を卒業して以来の同窓会だからだ。田中裕太だよな。久しぶりだな。俺のことわかるか？すっかりおっさんだからな。田中くん、やだ、久しぶり。会場であるホテルの大ホールに入るなり、次々と声をかけられる。当たり前だが、ほとんど20年ぶりに会う同級生たちは、全員すっかり大人だ。地味だった女子のクラスメートが、随分綺麗になっていたり、腹が出ていたり、髪が薄くなっていたり、けれど誰もが、よく見れば、かすかに昔の面影を残していて、みんな久しぶり、元気そうでよかったよ。一体いつぶりだろうか。あまりの懐かしさに、俺は心からの笑顔を浮かべたのだった。ところが、田中、今は何やってるんだ？確か料理人になりたいって言ってたような。そうだったのか？じゃあ、どこかの店で働いてるのか？
これは予想外だった。ほんの冗談くらいに明かした夢を今でも覚えていた同級生がいるなんて。それか、もう自分の店を持ってるとか。ああ、答えに困っていると、だんだん勝手に話が大きくなっていく。迷った挙句に、俺は、まあ、それなりに、細々とやってるよ。母の介護をしている現状が恥ずかしかったわけじゃない。けれど、真実を明かす勇気も出なくて、俺は曖昧な言葉で、彼らの追求をはぐらかしたのだった。ところで、山本は、今日は来てないのかな？やや不自然に話を変えて、会場の中をぐるりと見回す。すると、同級生たちは、途端に揃って、ニヤニヤと笑い始めた。田中好きだったもんな、山本のことが。え？悪いけど、バレバレだったわよ。クラスのほとんどに。わかりやすかったもんな、田中の視線。そんなに。カーッと顔を熱くして、思わずうろたえる俺。山本美咲は、高校2年、3年と、同じクラスだった。いつも自分の席で本を読んでいる、とてもおとなしい少女だったが、彼女は、校内ではちょっとした、有名人だった。そうか。いないのか、今日は。ご近所さんに母を頼んでまで、こうして同窓会に参加したのは、ほんの少しだけ期待したからだった。ここに来れば、山本に会えるんじゃないかと。あの頃も、綺麗だったけれど、きっと今はもっと、綺麗になっている彼女に。田中、二次会はどうする？ごめん。もう帰らないと。わかりやすくがっかりした俺は、一足早く会場を後にした。なるべく早く帰ると約束したことだし、と、自分に言い訳をしながら、俺の足は自然に夜道を実家とは反対の方向へと向かっていた。確か、この辺りだったはず。田中くん？その場所が目の前に迫ると、不意に暗がりの中から名前を呼ばれた。驚いて足が止まる。とても懐かしい、優しい響きを持つ澄んだ声色。その持ち主である彼女は、目の前の建物を懐中電灯で照らしていた。もしかして、やっぱり、その声田中くんでしょ？こっちに戻ってたのね。ああ。久しぶり。よかったら休んでいかない？建物の引き戸をガラガラと開けて、山本美咲は、その中に俺を招き入れた。彼女がパチンと電気をつければ、懐かしさで胸がいっぱいになる。どうぞ、座って、田中くんの特等席に。ああ。そっとカウンターの隅にある席に腰掛ける。ここに座って、昔の俺はいつもこっそりと目で追っていた。この店。彼女の両親が営む定食山本で放課後に手伝いをする山本の姿を。ごめんなさい。お茶も出せなくて、まさか田中くんが来てくれるとは思わなかったから。申し訳なさそうな顔をしながら山本が俺の隣に座る。やっぱり綺麗になった。色白の肌や、それを引き立てる濡れ葉色の黒髪。柔らかく下がった目尻などはそのままに、時を経たことですっかり大人の女性になって、そばにいるだけでドキドキと胸が高鳴り始めるくらいに。こっちこそ、急に来てごめん。俺もまさか山本がいるとは。それはもちろん、私の店だもの。いても変ではないでしょ？確かに。はは。クスクスと笑う山本に合わせて、俺も頬をかいて笑う。同窓会で会えなかった寂しさなんて、いつの間にかどこかへ消えてしまった。そのおかげで、こうして二人きりで会えたんだから。そうか。今の山本はご両親から店を引き継いで、そこまで言いかけて、あることに気がついた。これでも、少し前まで料理に携わっていた人間だ。そうなのか否かは、本人に聞かなくても分かってしまう。この店は、今営業していないのか。え？料理の匂いがしないんだ。たとえ念入りに掃除をしても、完全に消えるというのはありえないはずなのに、あり得るとすれば、この場所ではかなり前から料理が行われていないから。けれど、その可能性は俺自身が信じられなかった。
定食山本といえば、この町では知らない人がいない人気店だ。美味しくて、盛りが良くて、おまけに安いの三拍子が揃っていて、料理上手なオーナーと、いつもニコニコ愛想のいい奥さん、山本の両親の人柄もあって、性別や年代を問わず、多くの人に愛されていた。もちろん店内には、いつも食欲をそそるいい匂いが漂っていて。さすが、田中くんね。気がつけば、山本は顔をうつむかせていて、ぽつりと一言つぶやくと、膝の上で握った拳に、突然ポタッと水滴が落ちた。ごめんなさい。実は、突然山本が流した涙の理由。それは、彼女の両親が、もう3年も前に亡くなっていたせいだった。おじさんたちが、事故で、二人いっぺんに、だから、二人のことを思い出すと、今でも涙が出てしまうの。わずかに微笑みながら、山本は目元に浮かぶ涙を抑えた。胸がズキッと痛んだのは、俺にも覚えがあったから。大切な家族を亡くした悲しみは、たとえ時間が経とうと、色褪せるものではない。父は余命宣告をされた末だったということで、俺と母は覚悟ができていたのが、せめてもの救いだったけれど、突然、前触れもなく両親を亡くした山本の悲しみは、まるで自分のことみたいね。え？そんな顔をしていたわ、田中くん。優しいのね。昔と変わらずに。微笑みを深めて山本は教えてくれた。有名な店の娘ということで、面白半分にからかってくる同級生も、高校時代には少なからずいた。そんな同級生に読んでいた本を隠された時、田中くんは見つかるまで一緒に探してくれた。あの時のことをちゃんと今でも覚えているの、と。そんなこともあったっけ？あったわ。田中くんは誰にでも優しかったから、きっと覚えていないだろうと思っていたけど。ここで一瞬だけ、山本は目を伏せた。そして、彼女が再び頭を上げたとき、突然、カウンターの上にあった俺の右手を、ぎゅっと両手で包み込んだ。山本。その優しさに、また甘えてもいい？私、田中くんが欲しいの。真剣な目でそう告げると、おもむろに山本は席を立って、こっちに来て、田中くん。手を引いて、店の奥へと招き入れたのだった。今にも爆発しそうなほど、ドクドクと心臓が早金を打っている俺を。お願いします。田中くんの力を貸してください。定食山本の奥にある階段を登った店舗の2階部分。今は一人暮らしをしている彼女の実家。そのリビングで山本はいきなり俺に向かって土下座をした。ちょっと待っていて。そう言って、彼女が急いで別の部屋から持ってきたもの。それは一枚のチラシだった。これは料理コンテスト。来月、東京で開催されるらしいの。ここに私は出場したくて、田中くんと一緒に。どうして俺と？だって田中くんは、有名な高級ホテルで料理人をしていたんでしょ？ああ、どうしてそのことを。驚きで言葉にならず、目線だけで訴える。そんな俺に、山本は再び、深々と頭を下げた。お願いします。私に力を貸してください。このコンテストで、絶対に優勝したいんです。どうしてそこまで？まさか、定食山本の名前を全国に広めたいわけでもあるまいし。困惑する俺に、山本はチラシの中央を指さしてみせた。コンテストの優勝賞金、500万円。これが欲しいの。どうしても。そう言いながら、少し表情を曇らせて、山本はコンテストに出場したい理由を、どうしても優勝しなければいけない理由を、俺に告白したのだった。4年前よ。あの店さえ、この町にやってこなければ。彼女の言うあの店とは、4年前に突然、よりにもよって、定食山本の向かいにオープンした。これまた定食屋のことだ。この店のオーナーが、金のためなら手段を選ばない人物で、従業員を安い給料でこき使い、粗悪で安価な食材ばかり仕入れて、
徹底的にコストを抑えることで私腹を肥やしていると、もっぱらの噂だという。けれど、その分とびきり値段が安いの。この店も安い方だったけど、それでも全く真似できないくらいに。そんなに。もうわかるでしょ、田中くんなら。定食山本は、どんどん向かいにお客を奪われてしまって。客足が激減しながら、それでも山本たち親子は、志を曲げなかった。コストはかかっても、新鮮で安全な食材を使い続ける。食べる人のことを思い、働いてくれるパートやアルバイトの従業員たちを大切にする。あくまで、それまで通りの経営を貫いた。けれど、アルバイトの女の子が、帰りに不審者から追いかけられたり、店の前にゴミがばらまかれていることも何度かあったわ。それってまさか。わからない。両親はむやみに人を疑うものじゃないって言っていたけれど、相次ぐ嫌がらせに、怯えた従業員たちは次々と辞めていった。経営も悪化する一方で、定食山本は赤字が続くようになった。そして3年前、さらに悪い出来事が重なった。その知らせを受けたのは、店で仕込みをしている最中だった。二人で遠くまで野菜の買い付けに行っていた両親が帰りに事故で、それ以来私は、父親の後を継いで、定食山本の料理人になるために、調理師専門学校を卒業してから、ずっと店で修行をしていた山本は、全く料理ができなくなってしまった。事故の知らせを受けた時に包丁を握っていたせいで、今でも包丁を持つと手足が震えて頭が真っ白になってしまうから。それが決定打になり、ついに無期限休業という苦渋の決断を下して、現在の山本は店舗を維持するためにアルバイトの掛け持ちで費用を捻出している。しかし、ここの土地を貸してくださっている地主さんが、今の倍の値段で買い取りたいという人が現れたって、このままだと定食山本が両親との思い出の場所がなくなってしまうかもしれないの。そんな、それを阻止するのに必要な金額は約600万円。店の維持費用や生活費を差し引いたアルバイト代や両親の遺産を合わせた貯金は約100万円。到底足りないと頭を抱えたとき、料理コンテストの存在は山本にとって希望の光になった。コンテストで優勝すれば、賞金で店を守ることができると。だけど、言った通りよ。今の私は料理ができない。まして東京の会場で、審査員を前に料理をするなんて、だから。ごめん、山本。君には協力できない。そう俺が告げて立ち上がると、山本は俺の足元にすがって、さらに食い下がった。もちろんお礼はする。いくらでも、田中くんの言う通り、今は難しいけれど、必ず。そういうことじゃない。無理なんだ、俺には。母の介護だけではなかった。俺が料理人を辞めて、地元に戻った理由は他にも。しかし、それを口にすることはできなくて、彼女を振り切るように、俺は歩みを進めて、1階に続く階段へと向かった。田中くん。背後から悲痛な声が聞こえてくる。それでも、俺は階段に足を踏み出して、お母様。その一言で、ピタリと足が止まった。え？田中くんのお母様なの。たまたまお会いしたとき、田中くんが高級ホテルの料理人になったことを教えてくれたのは。あ、知っていて、わざとだろうか。仕事にばかりかまけて、何年も実家に帰ってこなかったせいで、認知症の発見が遅れた。もっと気にかけていれば、早期治療で進行を遅らせることができたのではないか、と。母に対して、俺が負い目を感じていること。お母様、すごく喜んでいらしたわ。田中くんが料理長に抜擢されたことを。今はもう、きっと忘れてるよ。え？とにかく今日は帰らないと。俺は階段を駆け下りて、強引に話を打ち切った。これで山本も諦めてくれるはず。そう思ったのだが。今日会ってことは、まだ話を聞いてもらえるかと思って。翌日、なんと彼女は実家まで訪ねてきて、定食山本の料理人としてコンテストに出てくれるよう、
再び俺に頭を下げて頼んだ。俺が断ると、その翌日も、そのまた翌日も、さらに翌日も、お願いします。あまりの粘り強さに、だんだん俺も心が揺れ始めて、とうとう、わかったよ。本当に？負けたよ。玄関で毎日行われるやりとりに、母が何があったのと、不安がり始めたのもあって、俺はしぶしぶながらコンテストに出ることを承諾したのだった。母から目が離せない現状を明かすと、コンテストに向けた準備は我が家で行うことになった。夜にアルバイトから戻った山本と集合して、キッチンにて二人で練習をする。俺が料理を、山本が監督と味見をすることで、役割分担はまとまった。コンテストのテーマはお弁当。蓋を開けたとき、いかに食欲をそそる見た目か。そして、もちろん味も審査基準になるそうよ。お弁当か。実は、もう構想ができているの。田中くん、あなたのお弁当よ。俺の？あんなに美味しそうなお弁当は、今だって見たことがないから。懐かしそうにうっとりと、俺たちの高校時代を振り返る山本。いつも俺が持ってきていた弁当、それに彼女は密かに注目していたのだという。いつも色とりどりのおかずがバランスよく詰められ、一日だって同じものはなかった。季節に合わせて旬の食材をふんだんに使い、見るからに丁寧な調理をされていて、とても羨ましく思っていたのだと。田中くんのお母さんでしょ？お弁当を詰めていたのは。うん。あの頃は正直そこまでありがたいとは思っていなかったけど、むしろ高校生になってまでと毎朝弁当を手渡してくる母を疎ましくさえ思っていた。けれど今、自分が料理を作る大変さを知って、物忘れが激しくなって、料理中も失敗ばかりの母を見ていると、ありがとうって、あの頃にもっと伝えていればよかったよ。その気持ちを込めてみない？私たちのテーマは、あの日お母さんが手作りしてくれたお弁当というのはどうかしら。それなら、今の俺でも記憶をたどれば再現できそうだ、と、山本の意見に賛成して、早速試作に取り掛かることにした。そして翌日の夜。卵焼きだけでこんなに？テーブルに所狭しと並んだ小皿を見て、山本は目を丸くした。それぞれ微妙に調味料の配合を変えてあるんだ。味見を頼むよ。これ、全部？もちろん、本気で優勝するなら、単なる母さんが作った弁当ではダメだ。舌の肥えた審査員たちを納得させる味じゃないと。わかったわ。ごくりと唾を飲み込んで、山本は卵焼きの一つに箸を伸ばした。翌日は、俺の好みに合わせて甘めの味付けがされていたきんぴらごぼう。その翌日には、定番のデミグラスソースではなく、特製のカレーソースをかけたミニハンバーグ。みんな俺の中にある懐かしい母の味だ。これらも調味料の配合を変えながら、ひたすら大量の試作品を作り、山本に味見をしてもらった。私はこの20番がいいと思うわ。ただのカレー味というよりは、味に深みがあるような気がして。連日の試食に加えて、大量のハンバーグを食べるのは、さすがに彼女も大変だったようで、やや顔色を悪くしながら、空になった皿の一つを指さした。20番か。わかった。ハンバーグはこれでいこう。いいの？私の意見だけで決めてしまって、田中くんは？俺は作っている途中で試食しているから。そう。すると山本は突然その場に立ち上がって、ありがとう、田中くん。俺に向かって深々と頭を下げたのだった。本当にありがとう。私、両親を亡くして、これからは一人で頑張っていくしかないと思っていたの。でも、こうして田中くんがいてくれる。こんなにも一緒に頑張ってくれるなんて、すごく嬉しくて。目を潤ませて、山本がにっこりと微笑む。その表情があまりにも綺麗で、ここ数日の忙しさで忘れていた思いが、みるみるうちに蘇ってきた。山本は、俺にとって初恋の相手だった。そして、それは高校を卒業した後も
ずっと。私も、また料理と向き合えたら。え？なんだか、また向き合えそうな気がするの。この3年間ずっと逃げていた料理と、田中くんの姿を見ていたら、そんな気がしてきて。山本。こちらをまっすぐに見つめて、優しく目を細める。わずかな表情の変化にさえ、俺は胸が高鳴って仕方ない。そうか。俺は今でも山本が好きなんだ。自分の気持ちに気づいて、さらに鼓動が早まった。その時だった。また料理ができるようになったら、いつか定食山本を再開できたら、私には思いを伝えたい人がいるの。え？応援してくれる？田中くん。ああ。この時、自分がどう答えたのか、実は覚えていない。山本は笑顔で帰って行ったので、もちろんとでも言ったのだろうけど、翌日から、なんとなく彼女と顔を合わせるのは気まずくなって、そのまま、俺たちはコンテストの本番を迎えたのだった。コンテストの実演審査は、都内にある大型クッキングスタジオで行われる。俺は同窓会の日と同じく、ご近所さんに母の見守りをお願いして、山本と共に新幹線で東京へと向かった。きっと大丈夫よ。あんなに美味しくて、彩りも鮮やかなお弁当なんだもの。うん。口数が少ないので、緊張していると思ったのだろうか。山本は気を使って、あれこれと励ましてくれたけれど、俺の気分は浮かないままだった。また、東京に来ることになるなんて。そして、会場のロビーに到着すると、俺は思ってもみなかった人物と再会を果たすことになる。田中だろうお前。こんなところで何をやっているんだ？いきなり背後から声をかけられ、ドキリと肩が震える。まさか。恐る恐る振り返ると、まさかとは思うが、お前も参加者だとは言わないな。いぶかしげに顔をしかめる。料理人の白衣を着た、細身で長身の男性。その正体に気がついた途端、心臓が早金を打ち始めて、震える声で、俺は名前を口にした。高橋。へえ、まさか覚えていてくれたとはな。すっかり忘れられたと思ったよ。皮肉めいた調子で、上からじろじろと視線を送ってくるのは、元職場の高級ホテル。その和食部門で同僚だった人物。俺と最後まで料理長の座を競い合っていた、かつてのライバルとも言える。高橋剛だった。高橋も今日のコンテストに出るのか。まあな、大した実績にもならないが、実は今度、うちのホテルの名前で弁当を開発することになったんだ。そこへこんなコンテストの募集だろう。ちょうどいいから、箔をつけるために出場してこいと。総料理長のじいさんから命令だ。総料理長が、その顔を思い浮かべると、途端に全身から血の気が引いていく。俺をホテルにスカウトしてくれた総料理長。周囲の反対を押し切って、俺を和食部門の料理長に抜擢してくれた。それなのに俺は、彼の期待を裏切って退職を決めた。お前の後、あれから料理長になったのは誰だと思う？それは、もしかして。ああ、もちろん、お前の目の前にいる男だよ。これが見えるだろ？そう言って、高橋が指さした白衣の胸元には、ホテルで代々受け継がれていた。かつては俺が身につけていた。料理長の証であるバッジが輝いていた。たったの半年で、お前はこれを捨てたんだっけな。なのに今更、こんな場所にのこのこと。一体何をしに来たんだ？高橋、俺は、自分から降りた負け犬が、未練たらしく料理の世界にしがみついて、恥ずかしくないのか、田中。お前には、もう料理をする資格もないのに、指先さえピクリとも動かせない俺。その耳元に顔を近づけて、高橋が囁く。その時、田中くん？受付でエントリーを済ませた山本が、こちらに向かって歩いてきた。それを合図に、俺ははっと我に返って、高橋は俺から離れていった。ねえ、様子が変よ。こちらの方はお知り合い？どうも。お互い全力を尽くして頑張りましょう。それじゃ。
最後ににやりと不敵な笑みを残して、高橋は会場の中へと去っていったのだった。やだ、ひどい顔色。具合が悪いの？平気だから、ちょっと外の空気を吸ってくる。田中くん。心配そうな山本を振り切り、会場の外へ向かう。新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込んでも、気分は全く晴れなかった。料理をする資格もないのに、高橋の言葉が、いつまでも頭の中で反響して、ごめん山本。とてもじゃないが、この後に料理には集中できそうになかった。そして午後、審査結果が発表されて、優勝に輝いたのは、豪華な食材と、それを最大限に活かす、抜群の腕で、誰よりも華やかな弁当を作り上げた高橋。一方の俺は、入賞することすら叶わなかった。ごめん、本当に力になれなくて。大丈夫。お金のことなら別の方法を考えるから。こうして田中くんが頑張ってくれただけで私は。懸命に慰めてくれる山本だったが、その顔には隠しきれない落胆が浮かんでいて、俺は申し訳なさで、その顔をまっすぐに見ることができなかった。すると、やっぱり、まだ治っていなかったんだな、田中。背後から近づいてきたのは、高橋だった。治って、山本が首をかしげる。やめてくれ。それ以上は言わないでくれ。俺の願いも虚しく、高橋は笑いながら山本に暴露した。この1ヶ月間、俺が彼女に言い出せなかった秘密を。その男を雇っているなら、今すぐクビにした方がいい。なんせ、全く味がわからないんですから。え？山本が言葉を失って、俺は目の前が真っ暗になった。味覚障害ですよ。事故の後遺症だとか。まさか知らずに雇ったんですか？田中くん、本当なの？ああ。沈黙によって、俺は高橋の言葉を肯定した。彼の言う通り、実は、現在の俺には味覚がない。ホテルの料理長に就任した直後だった。横断歩道を渡っていたところに、信号無視の車が突っ込んできて、幸い怪我は軽かったものの、強く頭を打ったせいで、味覚を司る神経を損傷。料理人にとっては、命とも言える、不可欠な感覚を永遠に失ったのだ。じゃあ、あんなに色々な調味料の配合を試していたのは。ごめん。自分では味がわからないので、片っ端から試すしかなかった。きっと今日は動揺のあまり、あらかじめ決めていた配合を間違えた。だから入賞すらできなくて、本当にごめん。俺は山本に深く頭を下げたのだった。何が、母親の介護があるのでだ。母親を言い訳にして逃げたのなら、二度と料理の世界に戻ってくるなよ。せっかくバレる前に退職できたのに。そう。俺は逃げたのだった。経験と勘だけを頼りに料理を続ける。綱渡りのような生活に耐えられなくなって、信頼してくれた総料理長や他の料理人たちに失望されることが怖くて、母の認知症が発覚したのを、これ幸いと、味覚障害が露見する前に、介護を言い訳にして、ホテルを去ったのだ。味がわからない料理人なんて、パソコンが使えないプログラマーみたいなものだ。隠して再就職するなんて詐欺ですよ、詐欺。首どころか、訴えれば慰謝料を。ここで、俺はうつむけていた顔を上げた。高橋の言葉が急に途切れたから。目の前では、山本が静かに彼を睨みつけていた。もう結構です。あなたがおっしゃりたいことは、十分にわかりましたので。山本。帰りましょう、田中くん。俺の腕を掴んで、くるりと高橋に背を向けて、山本はつかつかと出口に向かって歩き始めた。山本、黙っていて本当に。悪いと思うなら、責任を取ってくれる？それ以上、彼女は何かを言うことも、こちらを振り返ることもなかった。そのまま、地元に帰る道中は、お互い言葉を発することもなく、重苦しい空気のまま、定食山本の前に到着して、この店をもう一度始めるわ。とうとう別れ際になって、
初めて山本は口を開いた。え？だから、田中くんに手伝ってほしいの。料理人として。あなたを本当に雇いたい。味覚障害があると知った上で。そんな。その言葉が、俺は全く理解できなかった。味がわからなくなったのは、料理ができなくなったのも同じだ。いくら見た目が整っていても、味が良くない料理に、お客は満足しない。一度でも失敗すれば、今度こそ定食山本は終わりだ。そう伝えると、なんと山本は、その顔に微笑みを浮かべたではないか。何を言っているの？田中くんはできるじゃない、料理。あんなに美味しく、見た目も完璧に。いや、だから。そうね。注文が入るごとに、あんなに試作をしていては店が回らないわ。ああ。だったら、これからも私が味見をすればいいのよ。え？もし田中くんが不安なら、すべての工程ごとに。これでも父には自分よりも下の感覚がいいって褒められていたんだから。山本。今でも料理が好きなんでしょ？私だってそう。キッチンに立つ田中くんを見ていたら、また大好きだった料理に挑戦してみたくなった。だから。実は今朝、定食山本の厨房で包丁を握ってみた。両親を亡くして以来、3年ぶりに初めて。すると、もう手足が震えることも、頭が真っ白になることもなかった。自分でも気づかないうちに、トラウマを乗り越えていたのだと。夕日を背に受けた山本は、にっこりと笑いながら、目尻の涙を指で拭うのだった。だけど、田中くんがいないと、この店は再開できないわ。この店を再開できないと、私も思いを伝えられない。田中くん、あなたに。俺？仰天して耳を疑った俺を見て、山本がクスクスと笑う。そして、続きは、また今度この店で、ちゃんと伝えたいから、待っているわね。にっこりと微笑んで、彼女は定食山本の中に消えてしまった。しばらくの間、俺は呆然と立ち尽くして、山本も俺のことを、その言葉の意味を理解しようと、ようやく脳が動き始めたのだった。ところが、浮かれて帰宅した俺を実家で待っていたのは、定食山本の件より深刻な、どうしようもできない現実だった。言うたったら、こんなに長いことお盆もお正月も帰ってこないで、仕事が忙しいのはわかるけど、母さん？ホテルはお休みが取れなくて大変なのね。今日は久しぶりにゆうたが好きなカレーにしましょうね。ニコニコと笑う母。彼女の記憶は、俺がホテルを退職して帰ってきた日に戻っていた。一緒に暮らしたこの半年間は、すっぽり頭から抜け落ちていて、それに気づいた瞬間、俺は玄関で崩れ落ちた。俺のせいだ。山本と過ごせる時間が楽しいあまり、母のことはおろそかにしてしまったから、こんなにも早く認知症を進行させてしまった。ごめん、母さん。俺はまた。そういう病気なの。仕方ないのよ。今日一日、母の面倒を見てくれた。自身も認知症の身内を介護した経験のあるご近所さんが、そっと肩を叩いてくれる。俺が出発した直後、母はそれを忘れてしまって、それから一日中、ずっと俺の自慢話ばかりしていたのだと。息子は有名なホテルで料理長をしているのよ。たくさん修行を頑張って、とっても料理が上手になったの。いつか見てみたいわね。あの子が料理をしているところ。母さん。あらまあ、ゆうた、いつの間に帰ってきたの？こんなに大きくなったのに、泣き虫のままね。顔をぐしゃぐしゃにして泣く俺。そのそばに膝をついて、呆れたように言いながら、母は頭を撫でてくれたのだった。まるで子供の時のように。母さん、ただいま、帰ってきたよ。ゆうた、お母さん大事なものを探さないと、お夕飯は遅くなってもいい？大事なもの？どこに行ったのかしら？首をかしげながら家の中に入っていく母。その後に続いて、俺も母の寝室へ。すると、そこはまるで空き巣が入ったようなありさまだった。この辺だったはずだけど、もう大量のもので
ごちゃごちゃの床へ。さらに押し入れの中身を引っ張り出しては、これじゃないと放り投げる。そんな母の姿に面食らいながら、俺もなんとなく、床の整理を始める。すると、これは、たまたま手にしたのは、一冊の古ぼけたノートだった。その表紙には、ゆうたと、俺の名前が大きく、綺麗な字で書かれていて、そのせいで、興味を惹かれたのだった。あ、ページをめくった途端に、俺の目は大きく見開かれた。母の字だ。懐かしい筆跡で、そこには料理のレシピが書かれているようで、大嫌いだったレンコンを初めてゆうたが食べてくれた。レンコンのひき肉挟み揚げと題されたページの隅には、そんな一言が付け足されてあって、レンコンをなるべく薄くスライスすること。俺が好きなカレー味でひき肉の味付けをすること。見た目も楽しくなるように、最後に大好きな自動車の絵が描かれた爪楊枝の旗を刺すこと。そんな、俺が美味しく、そして楽しく食事をできるための工夫が、ページいっぱいに記されていたのだった。その次のページにも、そのまた次のページにも、ノートに書いてあるのは、俺が喜んで食べてくれた料理のレシピと、それらを作った母の苦労と、そして、嬉しさが伝わってくる言葉の数々だった。好き嫌いがなくなってゆうたは偉い。これからもいろいろなものを美味しく食べて元気で大きくなってくれますように。そんな言葉で最後のページは締めくくられていて、その文字が不意にポタリと落ちた雫で滲んだ。偉いのは俺じゃなくて母さんじゃないか。食べる人のことを思うのが料理人だとしたら、かつての俺なんかより母の方がずっと優れた料理人だった。母の料理のおかげで、こうして俺は元気に大きく成長した。多少修行が辛いくらいでは、へこたれない体と心を手に入れたんだから、あの日々を考えたら、案外どうってことないか、味覚がなくなったくらい。ああ、あった。俺が涙を拭うと、背後で母が大きな声を上げた。ずっと母が探していたものも、このノートだったのだ。よかった。それはね、私の宝物なの。ゆうたとの大事な思い出だから。母さん、ありがとう。ニコニコと笑いながら首をかしげる母。たとえ彼女に伝わらなくても、俺は決意を口にしたのだった。料理人を続けるよ。実はもう再就職先も見つけてあって。それでは、母のことをよろしくお願いします。あれから、俺は母の見守りをホームヘルパーへ依頼することに決めて、準備が整った週明け、いよいよ再就職先へと初出勤することになった。行ってくるよ、母さん。行ってらっしゃい、ゆうた。ホテルの仕事は大変だろうけど、めげずに頑張るのよ。うん、ありがとう。たとえ記憶がごちゃごちゃになっていても、母の言葉はしっかりと俺の背中を押してくれた。そして、待っていたわ、田中くん。定食山本では、思いを寄せる女性の笑顔に出迎えられて、俺はようやく料理人として再スタートを切ったのだった。さて、とりあえず包丁でも磨くか。私もやります。まずは、こまめに掃除されていた店内とは裏腹に、長いこと放置されていた調理道具の手入れから、俺と山本は二人だけで、定食山本の復活に向けて動き始めた。経年劣化で傷んだ部分の修理に再オープンを知らせる宣伝。また、山本のブランクを取り戻すため、そして、俺の味覚障害をカバーするために、二人で料理の練習をするなど、やるべきことは山のようで、非常に忙しい毎日だったが、その合間を縫って、俺は密かに動いていた。山本、ちょっとこっちに来てくれないか。どうしたの、田中くん。ある日、俺に呼ばれて厨房に顔を出した山本。彼女に、俺は一枚の皿を差し出した。試作品の味見をしてほしいんだ。これは？素揚げした野菜を使ったサラダだよ。サラダを手に取ると、山本は目を丸くした。綺麗。油に通してあるから、野菜がツヤツヤしていて、とっても美味しそう。まずはそのままで。その次に、
このドレッシングを使ってほしい。わかったわ。いただきます。野菜を口に運んだ、その途端。山本ははっと目を大きく見開いた。美味しい。特に、この薄切りのレンコン。パリパリした食感が楽しくて、それから、鼻に抜ける香りも。このサラダそのものには、調味料を一切使っていないんだ。こんなに美味しいのに？その言葉が何よりも嬉しくて、俺は思わず笑顔を浮かべた。そして、まだ驚いた顔の山本に種明かしをするのだった。試作品のアイディアは、母のレシピノートから借りたのだと。俺は子供の頃、野菜のぐにゃぐにゃした食感が嫌いだったらしくて、全く手をつけようとしないのに困って、いろいろと試行錯誤してくれたんだ。その中の一つが油で揚げることで、適切な時間と火加減で揚げれば、野菜は表面がパリッとする。さらには、野菜特有の青臭さが熱で飛び、油の風味が加わることで美味しさも増す。この方法にたどり着いたことで、母は俺にナスとレンコンを食べさせることができたと、あのレシピノートに書いてあったのだ。油は癖がなくてあっさりしている米油に少しごま油をブレンドして、食材そのものの香りを大事にしながら、食欲をそそる風味もプラスしてみた。そのままでも十分美味しいことを目指したけれど、特製ドレッシングは塩や砂糖を極力使うことなく、それでいて箸が進むように何種類かのスパイスやハーブを組み合わせて食材の味をさらに引き立てるよう工夫して作った。これはホテルの厨房で働いていた頃、イタリアン部門の同僚に教わったテクニックだ。そして、これなら今の俺も調味料の配合でミスを心配せずに済む。山本に味見をしてもらう手間もぐっと減らせるはずだから。安心してお客をたくさん呼び込もう。この店を絶対に守るんだ。俺たちで。ありがとう。それから美味しい。ドレッシングをかけたらもっと。ボロボロと大粒の涙をこぼしながら、山本はサラダをきれいに完食。それから、このサラダを新しい定食山本の看板メニューにするわ。オーナーとして堂々と宣言したのだった。ドレッシングを他にも何種類か用意できる？もっとあっさりした和風や逆にこってりした中華風なんかもいいわ。それに合わせて野菜の組み合わせも変えてみたいの。いろいろと試してみよう。油の種類やブレンドももっと食べやすくなるように、ようやく一筋の光が見えた。俺たちの顔も明るくなって、ますます再オープンの準備に没頭した。それと同時に、母さん、再オープンの日が決まったよ。当日は席を取っておくから、ぜひ来てほしいって山本が。あら、どちら様だったかしら、あなた。あら、まあゆうたじゃない。お帰りなさい。母さん。母の認知症も着実に進みつつあったのだった。やがて準備を始めてから3ヶ月を経て、定食山本はついに再オープンの日を迎えることができた。お母様、今日は来られないの？残念だわ。最近の暑さで夏バテしたみたいなんだ。また今度、体調がいい時に連れてくるよ。ええ、その時はもっと賑わっている様子をお見せしたいわね。そう言いながら、厨房からホールを見渡す山本。かつて地元に愛された有名店の復活だけあって、初日ながらお客の入りはまずまずといったところ。新たな看板メニューの揚げ野菜サラダも関心を集めているようで、ちらほらと注文が入ってくる。なかなかに順調な滑り出しとは思うが、まだまだ足りないな。この店を守るには。そうなの。おそらくは、向かいにある定食屋のオーナーによって、この店が建つ土地は、現在価格の倍という大金で買収されようとしている。それを防ぐためには、何としても売り上げを伸ばさなければいけない。残された時間も考えたら、ごく短期間の間に。夏バテ、確かに今年は特に暑いわ。まだ夏本番ではないのに、もう冷たい麺類なんかが食べたいくらい。しばらくうつむいて、じっと考え込む山本。そして、次に顔を上げたとき、
その表情は晴れやかに輝いていた。そうめんを出しましょう、田中くん。今週末から。今週末？ずいぶん急だな。他の店でもまだ出していないはず。だからこそよ。暑さに体が慣れず、体調を崩しやすい今だから、俺の母のような人にこそ食べてほしいのだと山本は訴えた。そうめんの上に揚げ野菜のサラダを乗せた。定食山本特製サラダそうめんを。さっぱりしているし、たっぷり栄養も取れる。そして何より間違いなく美味しいわ。どうかしら。確かにいけるかもしれない。パチンと彼女と両手を合わせて、俺は山本のアイディアに賛成。早速、この日の営業終了後から試作に取り掛かった。そして週末。お、そうめんだって。ちょっと早いけどいいな。さっぱりして。表に貼ったそうめんありますの張り紙に惹かれて、初めて見るお客も次々と定食山本に来店。そして、このパリパリサクサクの野菜、うまくないか？柔らかいそうめんと交互に食べるとすごくうまい。それに、このそうめんつゆ、こんなに出汁の香りがいいものは初めて飲んだかもしれない。そんな声がカウンターから聞こえてきて、俺たちは音を立てずにこっそりとハイタッチを交わした。山本の狙いは大正解だった。加えて俺も和食の基本である出汁の取り方を改めて研究。味がわからない分、香りの追求に全集中して、他の店では味わえないオリジナルのそうめんつゆを完成させたのだ。うまそう。すみません。こっちもサラダそうめん。お腹いっぱいなのに、もう、次は絶対に頼むので、まだ終了しないでください。俺たちがこだわった音や香りは、食べているお客だけでなく、周囲にいる他のお客の心も刺激して、日を追うごとに口コミは広まり、サラダそうめんを求めて来店する人数はどんどん増えていった。開始から1週間足らずで、再オープンから初の満席状態を達成。それを喜ぶ暇もなく、俺たちは急に忙しくなった料理と接客に追われて、気がついた時には、田中くん、大変！慌てて裏口から駆け込んできた山本は、店の前に行列ができていることを興奮した様子で俺に知らせたのだった。こうして定食山本は見事な大復活を遂げた。もちろん売り上げも右肩上がり。これで向かいのオーナーが買収を持ちかけても、地主がうなずかない可能性も出てきたと、俺たちには希望が生まれた。山本の表情も明るくなった。けれど、その矢先だった。その時が唐突に訪れたのは、はいはい、皆さん、すみませんが出て行ってもらえますか？これにて営業終了です。ある日のランチタイム、一日で最も混み合っている時だった。突然、柄の悪い男性二人組がずかずかと入ってきて、なんと勝手に食事中のお客を追い出し始めたではないか。なんなんだよ一体！困るよいきなり。ああ。抗議したお客を男性の一人が舐めるように睨みつけると、満席のホールは途端にシーンと静まり返って。帰ろうか。そうね。一人、また一人と席を立ち始めて、あっという間にホールはもぬけの殻になってしまった。ちょっと！ここは俺が、山本は表に並んでいる皆さんに説明して、一緒に遠くへ逃げているんだ。田中くん。不安そうな顔の山本に、大丈夫だからとうなずいて、俺は一人、男性たちの元へと向かった。どちら様ですか？もしかして、向かいの？はあ？関係ないでしょ？俺らがどこの誰だろうと。俺をじろじろ眺めて、ニヤニヤと笑う男性たち。明らかに向かいの店からの嫌がらせ。とはいえ、それを証明するものはない。俺がぐっと言葉に詰まると、彼らはさらに笑みを深めて、ほら、ここの土地は、もうオーナーじゃなくて、うちのボスのもんなんだよ。得意満面で、片方が懐から出してきたもの。それは、土地の売買契約書だった。まさか。その通り、この店が建っている土地は、今しがたボスが3倍の値段で買い取った。地主も大喜びで手放したってよ。そんな。俺は目の前が真っ暗になった。
もう契約が成立してしまったからには、地主と交渉することも叶わない。間もなく、定食山本の建物は、山本が暮らす2階部分ごと、立ち退きになるだろう。それを阻止するには、ボスが出した金の倍。いや、3倍もあれば、話くらいは聞いてくれるんじゃないか。ははは、ボロ儲けじゃんボス。さすがライバルを潰しまくって、全国に系列店を広げまくってるだけあるわ。大笑いする男性たちを前に、俺は頭をフルに回転させて、ここ最近の売り上げと、俺がホテル時代に積み上げた貯金、これまでの生活費と母の介護費用を差し引いたものを合わせて計算してみたのだが、それでも多く見積もって数百万円。とてもじゃないが、土地を買い取るには足りそうになかった。てことで、さっさと立ち退いてくれるよな。あんたらが目障りなんだってさ。せっかく潰れるのを待ってやってたのに、また息を吹き返してきて。ボスはそうめんも嫌いだし。先ほどまでのニヤニヤ笑いを消して、ゾッとするような無表情で、男性たちはこちらに向かって手を伸ばしてきた。あ！力ずくで追い出すつもりだ。抵抗しようとするも、ショックで足が動かない。だったら、せめてここから絶対に動くものか。ぎゅっと、俺が身を固くした。その時だった。田中くん！山本、どうして？裏口から出たはずの山本が、表の玄関から戻ってきたではないか。そして、この方が、困ったような顔の彼女。その背後から、細身で長身の一人の男性が姿を現した。その男性とは、高橋！甘いんだよお前は。ぼーっとしてるから車にも跳ねられるし、足元をすくわれるんだ。やっぱり、料理長の座にふさわしいのは、お前じゃなくて俺だったな。にやりと不敵に笑って、突然現れた高橋が、ずかずかと店に入ってきた。男性たちが振り向く前に、その肩へポンと手を置いて、おい、オーナーのところに帰らなくていいのか？くいっと、向かいの定食屋を顎で指し示した。はあ？もう間に合わないとは思うが、ほら、さっさと帰ってやれよ。そういうが早いか。高橋は男性たちの肩をガシッと掴んで、そのまま力任せに玄関の方へと引っ張っていった。すげえ力で、なんなんだよお前。料理人だよ。体力作りのジム通いが趣味のな。二人の抵抗をものともせず、涼しい顔で玄関を出ると、ブンと、高橋は思い切り、両腕を振った。腰が。向かいの店舗の玄関前まで飛んでいった男性たちは、したたかに腰を打ちつけたらしい。痛みでのたうち回る彼ら。その頭上で、引き戸がガラリと開けられた。お前ら！呆然と呟いたのは、でっぷりと腹が出た中年男性。その彼は、体の両脇を、スーツ姿の男性たちに固められていて、遠目でもわかるほど、青ざめた顔をしていた。オーナー！こいつらだ！私は何も知らない！全部こいつらがやったんだ！オーナー！せわしなく左右を見回して、唾を飛ばしてわめく中年男性は、どうやら向かいの悪徳オーナーらしい。店の前にはいつの間にかパトカーが止まっていて、どうやら彼は刑事に連行される途中らしかった。関係者の方ですか？ではご同行願います。いや、俺らは抵抗する間もなく、身柄を押さえられて、定食山本に乗り込んできた男性たちも、オーナーに続いてパトカーに押し込められ、あっという間に3人まとめて連行されていったのだった。その後、彼らは全員が逮捕されることになる。オーナーは近隣の飲食店に嫌がらせを繰り返し、強引に立ち退かせていた容疑で、部下の男性たちはオーナーの指示で嫌がらせを実行していたことから、他の部下たちも芋づる式に逮捕され、長い間こき使われていた彼らは、やけになってすべてを白状。その結果、オーナーが食材の産地偽装や、古い食材の使い回しも常習的に命令していたことが明らかになり、彼が経営していた定食屋は、他の系列店も合わせて倒産。また、地主を脅して
無理やり土地の売買契約を結んでいたことも発覚し、契約は白紙に。定職山本も無事に立ち退きのピンチを脱するのだった。高橋、どうしてなんだ？オーナーたちが連行されていった後、自分も帰ろうとする高橋を呼び止めて、俺は尋ねた。どうしてここに？手紙だよ。え？手紙が来たんだよ。情けない息子をどうにかしてくれって、総料理長宛てに、お前の母親からな。母さんが？こちらを振り向いた高橋の言葉に、俺は驚きのあまり絶句した。これは、後から知った話だが、担当してくれているホームヘルパーによると、母の認知症には波があるらしかった。朝にできていたことが、夕方にはできなくなったり、逆に朝は忘れていたことを、夕方にはきちんと思い出したり、失われたと思われていた記憶を突然取り戻すこともある。だから、タイミングによっては、俺について正しく思い出すこともあるのだと。お前、母親にホテルを辞めた真相を話してないな。手紙に書いてあったぞ。何があったのかはわからないが、息子は簡単に仕事を投げ出すような人間じゃない。どうかもう一度チャンスをあげてくれないかってな。チャンス？料理長に戻してやってくれってことだよ。お前がトラブルを起こしてクビになったとでも思ったんだろう。まったく、味覚障害ごときで逃げ出した息子にはもったいないくらいのお袋さんだよな。そんな、高橋が大げさにため息をつくと、俺の声は震えた。何も知らなかったから。母の中からは、自分に関する記憶が失われていくばかりで、今の彼女が大切に思っているのは、過去の俺ばかりだと思い込んでいたから。その手紙が、今から4ヶ月くらい前か。そして半月前、もう一通の手紙が届いた。え？ずいぶん字が乱れて、半分くらいは読めなかったが、どうやら、お前が新しい店を出したらしいことが書いてあった。結婚して、美人な嫁さんと一緒に。とても嬉しくて、ぜひ食べに行ってやってほしいと手紙に書いてあったから、こうしてわざわざ足を運んでやったんだろうが。経営に悩んで、ひいひい言う様を、この目で拝んでやるために。にやりと笑って、高橋が言い放つと、ずっと俺たちの会話を見守っていた山本が、あっと声を上げた。もしかして、以前サラダそうめんを注文してくださった方ですか？え？ずいぶん背が高くて、夏なのにフードを深く被っていたから、印象に残っていて、それと、そうめんつゆまで一滴残らず完食してくださったのも。そうなのか、高橋。前にも、この店に来たことがあるのか。人違いだろ。急に歯切れが悪くなって、高橋はくるりと、俺たちに背を向け、歩き出した。すると、またも山本が声を上げる。やっぱり、1週間くらい前にも、こちらにいらっしゃいましたよね。やっぱり、暑い日中にフードをかぶって、向かいの店の影に佇んでいて、正直、あのオーナーが私たちを見張らせているものだと思っていました。高橋、もしかして。ああ。オーナーたちの悪事を警察にリークしたのは、お前なのか？俺が問いかけると、足を止めた高橋は、片手をひらりと上げて、さあな。ただ一言、そう答えるだけだった。高橋、味覚がなくなった程度で、せっかく手にした地位を手放したお前が許せなかった。俺はお前より長く修行してきて、それでも料理長になれなかったのに、ついでに、総料理長に俺より目をかけられていたのも、尺に触って仕方なかったよ。それが、高橋のコンテストで突っかかってきた理由。そして、同僚だった頃、やけに俺をライバル視していた理由だった。たった一度の挫折で、心が折れるやつじゃない。お前なら、それをバネにして、這い上がってくる。そう思っていた俺を、お前は裏切ったんだ、田中。高橋、君は、和の野菜フルコース。え？唯一、この俺が天才だと認めざるを得なかった料理を作った奴が、そんなざまになって、あの時は、もう一生分がっかりさせられた気分だった。だから、これ以上はがっかりさせるなと、
無様なお前の尻を叩きに来てやったんだが、お味はいかがでしたか？にっこりと笑った山本が、その言葉を遮ると、高橋は少し罰の悪そうな顔になって、再びひらりと手を挙げて歩き始めた。もう大丈夫そうだな。それから、俺も頑張らないとなと、小さなつぶやきが聞こえた気がした。ありがとうございました。ぜひ、またお越しください。俺と山本は、その背中に向かって同時に頭を下げた。そして俺は、ごめん。田中くん？その場に山本を一人残して、実家の方向へと駆け出した。母さん！勢い余って、実家の玄関に転がり込むと、まるで帰ってくるのを知っていたかのように、母は玄関先で俺を待っていた。おかえり、ゆうた。今日は学校で何のお勉強をしたの？母さん。優しく細めた目には、もう今の俺の姿は映っていなかった。それでも、母さん、ありがとう。ありがとう。たとえ伝わらなくても、どうしても言葉にしたくて、ここまで大急ぎで走ってきた。その小さくなった体を抱きしめて、俺は心からの感謝を伝えた。すると、ゆうた、一度やると決めたことは、最後までしっかりやりなさい。突然、はっきりとした口調になって、母は真剣な顔で、まっすぐ俺を見て告げたのだった。母さん。大丈夫。ゆうたは優しくて強い子だから、真面目で、それに料理がとっても上手で。うん。母さんの自慢の息子だから、何があっても。うん。だんだん、最初のぼんやりとした笑顔に戻っていきながら、それでも母は優しく頭を撫でてくれた。俺が大きくなっても泣き虫で、どんどん涙が溢れてきて止まらなかったから。あら、まあ、あなた、どうして泣いているの？どこか痛いの？すごく嬉しいことがあったから。だからこんなに泣いてしまったんだ。俺は、笑顔で母に伝えたのだった。それから、定食山本は、現在も順調に営業している。そうめんの季節が終わってからも、食材の食感や香りを生かしたメニューを次々と開発して、お客に楽しんでもらえる工夫を続けたおかげだ。町一番の人気店として、よくメディアにも取り上げられるようになったものの、気を引き締めながら日々を過ごしている。なぜなら、この吸い物、火を入れすぎて具材の風味が飛んでいないか？少し有名になったからって調子に乗っているんじゃないか？気が抜ける頃になると必ず来店してくれる。やや辛口の常連客がいるのだ。俺たちが繁盛を続けているのは多忙な合間を縫って東京から来る彼がたびたびカツを入れてくれるおかげでもあった。ありがとうございました。次はぜひ総料理長も一緒に。もう少しマシな料理が出てくるようになったらな。そう言いながらいつも決まって汁物の一滴まで残さず完食してくれるのが彼だ。相変わらず素直じゃない人だ。顔を見合わせて俺たちはこっそりと笑ったのだった。あらまあ、また来てくれたのね。どちら様だったかしら。母の認知症もまた日々着実に進行している。今では俺が息子だと思い出すことの方が少なくなって、帰宅するたびどちら様と尋ねられる。それでも俺は何度だって笑顔を作って、はじめまして、桃子さん。俺の名前はゆうたと言います。彼女は妻の美咲です。母に自分のこと、そして最愛の女性を紹介する。山本。美咲とは一緒に定食山本を切り盛りするうちに、周囲から恋人同士だと誤解されるほど距離を縮めていたけれど、先日再オープンから1周年を記念した打ち上げで、結婚を前提にと彼女の方から正式な交際を申し込まれたのだった。あまりに忙しくて、つい伝えるのを忘れていてごめんなさい、という言葉とともに。それに対する俺の返事は、彼女に向かって差し出した指輪だった。びっくりするでしょ？いきなりプロポーズだなんて。でも、それくらい私が好きで、
もう一日も我慢できなかったんですって。まあ、素敵ね。二人とも、せめて俺がいないところで話してくれないかな。カーッと熱くなった顔を覆うと、二人はクスクスと笑い合った。母の件があって、踏み出せずにいた日々を後悔するくらい、美咲はすぐに母と打ち解けてくれて、なんと今では、この家で同居しながら、介護にも協力してくれている。本当に彼女は、奥様も素敵な方ね。大事にしないとダメよ、ゆうたさん。はい、その通りです。やっぱり今でも、母には頭が上がらない。もし忘れてしまったら、また仲良くなればいいのよ。そう言ってくれた美咲にも、俺は感謝するばかりだ。これから先も、きっと大変なことが次々に待ち受けているけれど、これまでと同じように彼女と支え合いながら乗り越えていく。そして家族3人、いつまでも笑顔で暮らしていこう。さてと、今日の夕飯は何にしようか。俺が笑顔を浮かべると、母と美咲は一緒に微笑んだのだった。命ほど大事な味覚を失った俺と、両親を亡くした美咲。どちらも悲しみから抜け出せず、未来が見えなくなっていた。けれど、二人とも人生の再スタートを切ることができたのは、人は何があっても、いつかは必ず立ち上がれる。そのことを証明してくれている気がする。だから、まずは食事をしっかりとろう。美味しいもの、お腹がいっぱいになるまで食べよう。そうすれば、自然と笑顔が浮かんで、また前に踏み出してみようと、きっと思えるはずだから。